ンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、高市を永遠の嘘をついてくれ、ナフサがないなんて言わないでくれということで、本日は時事雑談としてイスラエル・アメリカの情勢からナフサ危機、国家情報局と軍拡問題、辺野古基地問題、SNS ではびこる歴史修正主義とポピュリズムでもやプライド月間の話など、ちょっとトピックが多岐にわたるんですけれども、ちょっと一つ一つ短くですね、ざくっと解説していきたいと思います。あと先日ですね、なぜ左翼はスパイ防止法に反対なのかという動画を出させていただきました。改めてパランティアのヤバさを解説したのでよかったら見てみてください。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。あと、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありませんのでよろしくお願いします。配信チャット欄、コメント欄のルールでは、差別等を禁止しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ザッパタさん、メンバーに入っていただきありがとうございます。リアタイもありがとうございます。ということで、おたはなふうかさん、のんみねんさん、しょうがさん、ミニラトルさん、むよくさん、伊沢さん、かなしみさん、ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということでですね、ナフサがなくて仕事ができないという方がタイミーで初日の職場に来ておりましたということで、元ネタわかんないっていうのは、永遠の嘘をついてくれるの話かな。ちゃんと解説します。ちゃんと解説するんで、大丈夫なんですけど、もし、ちょっと待ちきれないよっていう場合は、参考リンク集のですね、下の方に、書いておりますので、よかったらそちらを先にチェックしてみてください。はい。ということでですね、はい、ネタバレされた。はい、中島みゆきさんです。はい。あと、先日ですね、なぜ左翼はスパイ防止法に反対なのか、割と好評でした。ありがとうございます。無編集動画なんですけど、こういう短めのね、解説動画今後上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、配信開始に先立ちましてですね、最高裁判事に同性婚にイエスの声を届けようということで、6月7日までです。はい、プライド月間始まりました。今3万筆集まっていますが、少ないので、6月7日までに皆さん、署名しましょう。何としてでもですね、同性婚を実現しましょう。はい。そして、ですね、フォロワーのしょうがさんという方が作ってくださいました、安倍晋之助氏の家庭内暴力防止プログラムの受講とご家族へのケアの提供と読売ジャイアンツ、読売新聞 NPP、JPBPA に求めますという署名ですが、今1943筆で、あともうちょっとで2000筆になります。はい。これもっともっと1万筆とかで広がるべき署名だと思いますので、ぜひとも、チェック、署名の協力の方よろしくお願いいたします。はい。ということで、ペタさん、アンナエさん、コカラスです。現実にナフサ不足感じますよね。当たり前ですけれども。はい。そうですね。一応ね、キャッチフレーズとしてこれ作ってらっしゃるんだと思うんですけど、愛がなくてもですね、結婚はできますので、はい。愛がなくて結婚するのはですね、決して悪いことではありません。はい。そこは、ご注意ください。はい。ですね、某監督に署名した名前全部同性婚 DS とこの署名に回してほしい。いや、ほんとね、どっちも12万筆ぐらいあっていいはずですよね。意味がわからないですね。なんで安倍晋之助の署名はなくなったんでしょうね。12万筆届いて、うわーってなったところで、なんか知らないけど、署名が中止されたんですけど、なんでなんでしょうね。謎の理由が気になります。はい。どうでもいいですが。はい。ということで、暴力は肯定するのをやめてください。はい。家庭内暴力は暴力です。ということでですね、ただですね、まずは戦時暴力の話から入らなくてはいけません。トランプ、アメリカとイスラエルの黄昏ということで、ちょっと動画が出てきますので、またご注意ください。流します。So right now there is proposed legislation that in front of the House, in front of the Senate, to change the first requirement so that a living person, Donald J. Trump, could be on a $250 bill. トランプ大統領の肖像をあしらった250ドル紙幣。アメリカ政府が建国250年を記念して発行の準備を進めています。しかしこの紙幣をめぐっては問題も指摘されています。
ワシントン・ポストは28日、財務省幹部らが去年、印刷局に紙幣の試作デザインを提示した際、当時の印刷局の局長が法律の整備や手続きに時間がかかると問題点を説明しました。アメリカでは存命中の人物を紙幣に書くことが禁止されていて、発行には法律を改正する必要があります。しかし、法的な問題を指摘した局長は今年4月になって突如として異動することになったということです。財務省は JNN の取材に対し、この紙幣は我が偉大な国家の建国250周年を適切な形で記念するものになるなどとコメントしています。はい。独裁国家ですね。はい。ということで、トランプがですね、250ドル紙幣になりたいそうです。勝手になってれば、正直、どうでもいいニュースといえばどうでもいいニュースなんですけど、私はね、こんなもの使わないので、はい、こんなもの使わないですし、不幸なアメリカ人の人たちがですね、使わなきゃいけない羽目に陥ると思うので、はい、トランプに投票した人たちは自業自得感があると思いますが、いや、絶対使いたくないですね。なんか詐欺に使われそう。極めてイメージが悪いなと思います。はい。ということでですね、個人崇拝ここまで来るかって、この紙幣は絶対、財布に入れたくないですね。ベンジャミン・フランクリンとかローズベルトとか他にいるんじゃないですか。適切な形とは何なんでしょうか。旧ソ連を笑えませんということでですね。正月改めて署名ありがとうございます。作成ありがとうございます。本当ね、どの口でね、ソ連とかの悪口言ってる中国とかの悪口言ってるんでしょうね。はい。信じがたい内容に思わず、アナウンサーの皆さんも噛んでしまったそうなんですけど、高市さんもね、1万円札になりたがるかもしれないので、阻止すべきだと思います。はい。ただですね、アメリカの250周年というのは、国家行事ですしね、めでたいじゃないですか。あまりね、私はアメリカの歴史があまり好きでないですけど、はい。なんですけれども、はい。アメリカ建国記念のコンサートに自体が続々、トランプ大統領肝入りで、激怒ということで、アメリカの建国250周年を祝う行事、フリーダム250の一環として予定されるコンサートをめぐり、アーティストの出場自体が相次いでいる。トランプ大統領の肝入りイベントであったが、30日に SNS で三流のアーティストは必要ないなどと怒りをぶちまけたということで、トランプ大統領が声をかけてたヤング MC さんとか、ブレット・マイケルズさんとか私よう知らんけども、こういったですね、あとカントリー歌手のマルティナ・マクブライドさんなどですね、マルティナさんは出てるのか。で、いろんな人がね、出てくれるというはずだったんですけれども、ヤング MC さんに関しては、政治的な関与があるとは知らされていませんでした。主催者側は非党派的だと主張していますが、トランプ氏が出演するイベントだと報じられていると投稿し、ファンクバンドコモドアーズは特定の戦闘と連携することは選ばないと、いうことでですね、はい。どこかのね、自衛官の方にも聞かせて、欲しいですね。コメントをしてらっしゃって、辞退すると、政治的なイベントには出場できないということでですね、次々と逃げていると。先週のね、配信で、ポール・マッカートニーさんに喧嘩を売るようなことを言ったということを報じたんですけれども、予想した通りになってますね。ありとあらゆるアーティストがトランプから逃げていくんじゃないかと思います。はい。名前家庭連合祭ディオクラシー。おばすんさん、ここからです。お久しぶりです。負け惜しみで三流って言ってますねって。いや、ほんとひどいですよね。自分で誘っといて三流アーティストを誘ったんですかあなたはっていうですね。はい。カントリー界隈とかね、マガ的な人たち、一部の人たちだけは来るのかもしれないですけど、もうなんか寂しいイベントやりそうですね。はい。上官からの許可はあったみたいですよ。はい。後でちょっとちらっと自衛官の話久しぶりにしますけれども、あれはね、一人の責任ではないと思います。はい。他にもですね、ケネディセンターからトランプ氏の名称が削除されました。アメリカ連邦地裁が命令、トランプ大統領は判事に恥を知れと激怒ということで、なんか怒ってばかりだな、この人という感じなんですけど、文化施設ケネディセンターの名称をトランプケネディセンターに勝手に改ざんしたことで、トラ
ランプさんはですね、世間を騒がせていたんですけれども、この行為は違法であるとして、ようやくですね、当たり前だろうって感じなんですけど、トランプ大統領の名前を削除しろと、裁判所が命令したそうです。ケネディセンターは暗殺されたジョン・ F ・ケネディ大統領の功績を称える施設として法律で名称が定められており、しかしケネディセンターの理事会は25年12月、施設の名前に勝手にトランプ氏の名前を書き加え、トランプ・ケネディセンターに改称してしまいました。これについて首都ワシントンの連邦地裁は29日、名称を付けたのは連邦議会であり、変更できるのも議会だけであると指摘し、建物の看板やホームページからトランプ氏の名前を削除しろと命令しましたということでですね、はい、当たり前だと思います。どこをどう宇宙が3周してもですね、トランプとジョン・ F ・ケネディって同じところに名前を並べちゃいけない2人だと思うんですけど、なんでしょうね、ロバート・ F ・ケネディがいるから調子に乗ったんですかね。まあどうでもいいんだけど、まあ、RFK にしろですね、ドナルド・トランプにしろですね、ジョン・ F ・ケネディの、に肩を並べていい人物ではないと思います。はい。まあ日本のアーティストはね、こういうので粛々といきそうで怖いですよね。まあ政府に言われたんでみたいなことを言うコメントするのが目に見えております。実際夜遊びは言ってるしな。誘った一人三流ってどういうことなんだって。はい。いや、道の海賊さん615さん、コンカラスです。お上の責任を追及すべきですね。はい。まあ、この場合はトランプが悪いですし、自衛官の人の場合は自民党が悪いと思います。まあ、このようにね、好き勝手をする独裁者を許してはいけません。はい。ただですね、こういうことで、まあ、ちょっと、なんていうか、怒りのボルテージが上がっていたというか、まあ、ただでさえご機嫌斜めだったと思われるトランプ大統領なんですけど、なんかついに正しい、ことを怒り始めました。はい。俺がいなければお前は刑務所に。トランプ氏がネタニヤフ氏を罵倒。トランプ大統領が1日、イスラエルのネタニヤフ首相とレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの代表者それぞれと電話に協議し、双方に交戦停止を求めたと明らかにした。これに先立ち、イランがレバノンでの戦闘激化を理由に米国との停戦交渉を中断すると表明しており、ホルムズ海峡を開けませんと言いました。はい。トランプ氏は自身のソーシャルメディアにイランとの協議は早いペースで進んでるんだ、早いペースで進んでるんだと、必死で投稿しているんですけれども、ネタニヤフが完全にトランプを無視して、レバノンの攻撃を続けていますので、ついにブチ切れてしまったそうです。まあ、揉めろ揉めろという感じなんですけど、今や誰もがネタニヤフ、お前を嫌っている、俺がいなければお前は刑務所に入っていた。まあ、それは事実ですね。たまに正しいこと言いますね、この人も。はい。間違いなくですね、トランプが戦争を起こしていなければですね、刑務所送りにされていたと思われますので、まあ、そうでなくてもね、刑務所に送らなきゃいけないんですけど、二人とも。はい。まあ、ネタニヤフとトランプは絶対にね、反りが合わないだろうと最初から言われていたんですけれども、まあ、戦争開始3ヶ月でですね、ついに破局したというような感じです。はい。まあ、こうなることは目に見えてましたけどね。ネタニヤフとしては、戦争をやめる動機がないわけですよ。別にナフサ不足で困ってないので、やつはですね、イランを叩きのめすまでずっと戦争を続けたいわけですよね。でもトランプはこれ以上戦争を続けてしまうと、当たり前ですけれども、今ただでさえね、アメリカが世界中から非難されて経済問題でですね、まあ、トランプのね、中間選挙も危ういと言われている中で、一刻も早く停戦しなきゃいけないにもかかわらず、イスラエルが邪魔をするので、まあ、できないという状況に陥っているようです。はい。お前が言うなというお前も刑務所に入るべきだろっていうねまあ全くその通りなんですけどね。いや、レバノンのね、いや、VTuber の方のご家族が亡くなった話以前しましたけどもね、本当にね、イスラエルを世界中が結集して止めなきゃダメですよ。トランプだってもうこうやって言い始めてるんだから、なんでそういう動きにならないのかなと思います。はい。ね、日本人アーティストのほとんどが国家と権力がどのようなものか、どういう人物か考えたことなさそうっていうことで、本当それが困るんですけどね。はい。はい。ということで、イスラエルのネタニヤフ政権は全く戦争をやめる気がありません。レバノンはイスラエルとヒズボラの間で部分停戦を発表しましたが、攻撃は相変わらず続いています。レバノンはベイルートとその郊外への攻撃を停止すると発表しましたが、レバノン南部では相変わらず戦闘が続いており、イランは米国との協議を打ち切ると脅しをかけています。はい。当たり前ですが、レバノンはですね、なんでこんな強気かというと、イ
ランが背後にいるからです。それが正しいとか正しくないとかの次元以前にですね、だからイランとの戦争をアメリカがやめるためには、イスラエルがレバノンを攻撃するのをやめなきゃダメなんですよ。当たり前の話じゃないですか。お互い同盟国なんだから。なんですけれども、イスラエルはガン無視して、ヒズボラ武装勢力を叩いているので、数千人がさらに死亡し、より広範な米国とイスラエルのイランの戦争を激化させた紛争の、限定的な沈静化は叶わないままだということです。それでね、ヒズボラとの戦闘に巻き込まれ罪のない人が相変わらず亡くなっています。はい。だからこのような状況なわけです。で、だからここを第二のガザにするとかなんとかで、イスラエルの極右の人たちはほざいているのですから、一刻も早く全力で、国連平和維持軍を投入してても本当は止めなきゃいけないはずなんですけれども、なぜだかそういう動きになってないわけですね。というかアメリカがね、力ずくで止めろよっていう話なんですが、はいですね。松本洋平さんとなんか新しい学校のリーダーさんなんかやってましたね。そうだ。今回取り上げませんが。はい。もう帝国主義を隠す気すらなく、巧妙に隠されてきた西洋帝国主義と人権抑圧システムをボロボロ吐き出してくれるやんというですね。この状況では本当イランとかヒズボラがどうとかって言えなくなりましたよね。完全に。はい。どっちもどっちじゃないですか。それはイランだって人権抑圧をしてますよ。してますけれども。はい。停戦合意というのは何だったのかというか、戦略的な北限だった、レバノンのリタニ川ということを超えてベイルートの占拠まで見据えるような行動をしている。誰もイスラエルを止められない。それでいいのだろうか。イランは米国との停戦協議をレバノンの状況を受けて停止したと。イスラエルを抑えられないようではいくら協議したって無駄です。トランプもあと一歩のところでは譲歩もしたのに、ネタニヤフの電話一本で態度を変えてしまった。何度も言うが、この戦争の本質はイスラエル対イランであり、戦争を止められるのはトランプではありませんと。政府の有識者会議とかにも参加してて、いろいろね、賛否いろいろある鈴木和人、どちらかというと保守派の鈴木和人先生なんですけど、このコメントは全く正しいと思います。はい。国際政治の専門家ならね、これぐらい言えて当然だと思うんですけど、あんまり言う人がいないのがなぜなんでしょうね。はい。イスラエル対イランであって、イスラエル対ヒズボラ、レバノンであるのだから、イスラエルを止めない限りは戦争が続くということなんですよ。当たり前の話じゃないですか。だってガザ虐殺からずっとこれが続いてるんですからね。はい。だからイスラエルにとっては停戦というものは存在しないんですよ。自分がやりたいだけ戦争を続ける国なので、はい。で、人権はそうですね、ずっと無視されていくわけですよね。で、罪のない人が殺されていくと。で、すいません、広告出ちゃったけど、トランプはですね、イランとの合意は今後1週間で成立すると言っているんですけども、誰も彼を信じる人がいないですね。トランプ大統領は1日に ABC ニュースに対し、ホルムズ海峡の再開とイランとの停戦延長に対する合意は今後1週間で成立可能であると述べていると述べたと言ったんですけれども、同時にこのようなことが起きとるわけですよ。誰がこの発表を信じるんですかね。イランは、レバノンの攻撃をイスラエルがやめない限りは、戦争をね、停止するということはありえないと。もちろん私たちもね、今、ホルムズ海峡の停止ひどい目に遭っているので、本当はやめてほしいですけど、やめられないわけですよね、やめたくても。イスラエルが攻撃してくるから、当たり前の話だと思います。で、レバノン南部での行動にも、言及して、今日はちょっとした問題があるから迅速に解決したとか言ってるんですけど、だったらなんでネタニヤフに切れたんですかっていう話ですよね。はい。トランプの嘘がね、もう世界中の人にまくれてしまってるので、この問題解決しないと思います。イスラエルを止めない限りは解決しません。はい。ただですね、イスラエルは本当にガザに対しても攻勢を強めています。ガザの 70% を支配するよう軍に、公的な場所で指示をしました。停戦合意を完全に無視しています。先月5月29日、イスラエルのネタニヤフ首相は、10月に発行したハマスとの白票の停戦合意を無視する形でパレスチナ自治区ガザの 70% を支配するようイスラエル軍に命令したことを明かしたと。
イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸の入植地で開催された会合で、我々は今ハマスを締め上げており、ガザ地区の 60% を支配していると。軍事支配しているのは確かなんですけれども、だから例のですね、ガザの、今領域がどんどん狭められてて、外縁の部分からですね、イスラエル軍が、支配してて、人の暮らせる領域っていうのがどんどん狭くなってるわけなんですけども、これを続けることによって、ガザからの自発的移住計画が実施されることになると、いうことでですね、それを英語でホロコーストって言うんじゃないですかね。はい。だから軍事的に締め上げて、その中の住人の人たちを、皆殺しまでいかなくとも、国から追い出そうというのですから、これはホロコーストとしか言いようがないと思います。はい。いや、本当ただの弱い者いじめだし、だから、かつてね、ナチスがユダヤ人の人たちにやってきたことと本当変わらなくなってきましたよね。はい。ただ、こんなイスラエルなんですけれども、はい。国連もさすがに黙って見ているわけではなく、紛争下の性暴力リストにイスラエルとロシアが追加されました。おめでとうございます。はい。国連は同日29日、紛争関連の性暴力の年次報告書を公表し、紛争地域で性暴力を行っている国にイスラエルとロシアをポーンと追加しました。ちなみに昨年はハマスが追加されてます。つまりこれでハマス、イスラエル、ロシアが、性暴力疑惑のあるですね、政治的アクターとして国連で名前が並んだわけですね。おめでとうございます。はい。ハマスもやってるかもしれないし、それは解き明かされるべきだと思いますが、ハマスは否定してます。イスラエルも当然否定していて、これは反ユダヤ主義であるとか、グテーレス氏はですね、反ユダヤ主義者だとか、国連のトップがグテーレスである限り、事務総長の事務所との積極的な接触は拒否するなどと、言っているんですけど、どの口が言うんですかね。だってロシアだってイスラエルだってやってるじゃないですか。何回も報道されてるでしょ。在沖米軍がね、性暴力を否定するぐらい説得力がないと思うんですけど、なんで自分で公正に調査をしないんですかね。理解できないと思います。はい。ですね、そうですね、ハマスをテロ組織化することによってガザを不可視化してしまうこちら側の報道にも問題があり、イスラエルのプロパガンダにまんまと騙されてますね。はい、その通りです。だから、ハマスがそういうやってる悪事はあると思いますよ。でもそれは多分イスラエル軍はそれ以上のことを間違いなくやってるんだから、イスラエル軍に対する非難こそが必要なんですよ。はい。だからね、ハマスがテロ組織だったらイスラエル軍だってテロ組織と言っていいですよ。だって戦時下で性暴力してんだから。はい。イスラエルは都合が悪くなるとすぐ反ユダヤと抵抗するのは、それは本当ユダヤ人の当事者の人たちからも言われてるんですけど、反ユダヤ主義という言葉をですね、本当漂白してしまったと思います。何でもかんでも反ユダヤ主義っていうもんだから、結局ユダヤ人の人たちは実際にいろんな地域で差別を受けているわけですけど、それをね、無化するようなね、ことをしてしまってるわけですよね。それも本当とんでもない話だと思いますし、それこそ反ユダヤ主義じゃねえのかって思いますね。最後に、ちょっとタイトルどうかと思うんだけど、狂気に逆らう反面教師というですね、共同通信さんの記事で、国際通年計画働く世界地図イスラエル編見えぬ隣人対話の心をと。これさすがでもタイトルはちょっとあれなんだけど、共同通信というかですね、よく報道してくれたという内容です。イスラエルの高校教諭メイル・バルヒンさんは2023年11月に西エルサレムの拘置所地下の独房で5日間を過ごし、扇動容疑で警察に逮捕され、国家反逆罪と公共秩序を乱す容疑に変更され拘束されたと、いうことでですね、この方ですね、先生なんですよ。イスラエルの、公立高校で歴史と公民を教えてる、歴史と公民を教えてるような、方なわけですが、イスラエルを貶める反ユダヤ主義者であると言われて逮捕されてしまったということで、いやイスラエルの系のユダヤ人なんですけどね。はい。地元メディアはイスラエル国旗を背景にモザイク処理されたメール紙の顔写真を掲載し、こいつは非国民であると報じたと。ですね、職員室に100人以上の生徒が押しかけ、ハマスの支援者と叫び、ドアが激しく叩かれた。授業ができず、生徒から唾を吐かれ、多くの保護者もメールさんへの復帰反対デモをしたと、いうことでですね、イスラエル内でパレスチナをかばうようなことを高校教師の人が言うとどういう目に遭うかというのが、克明に書かれています。
はい。で、ある女子生徒が授業でパレスチナ人に人権はあるんですかとメールさんに質問した。で、メールさんは答えました。当然だ、人種や宗教に関わらず誰でも同じ生きる権利があると応じると議論が湧いた。大半があれは人間の顔をした動物であり、虐殺者であると、反発して教室を離れ残ったのは2人だけだったと。はい。まあ、今ね、なんか、文科省が教育の中立性がどうとか、ほざいていますけれども、まあ結局今の日本の教育もですね、突き詰めてったらこんな感じになると思いますよ。だってもう左翼とかね、一部の共産主義者の人とかに対してはこういうこと言ってる人たちってザラにいるじゃないですか。だからですね、人種差別であるとか、まあ外国人籍の人たちもそうですけれども、人種差別であるとかマイノリティへのヘイトみたいなのを国家が全力で肯定して、まあですね、そういうことに反対する人を非国民だとか言って逮捕するようになると、こういう社会になるんですよということをイスラエルは教えてくれてると思います。はい。ということでですね。いや、ほんと大日本帝国そっくりですね。はい。まあ、我々はね、日帝のね、子孫なので、まあ、イスラエルを非難する資格があるのかというと、まあ、ないかもしれないですけれども、ただね、ほんとね、日帝そっくりの国が横にあるのになんで非難しないのかと、なんで握手とかしてんのかっていう話だと思いますよ。そうですね。そう、アラブ系ユダヤ人ならホロコースト被害者でもまで見下してますからね、ほんとひどいですよね。だからユダヤ人の反ユダヤ主義者ってなんだよって感じなんですけど、このメールさんみたいな人はね、非国民だとか反ユダヤ主義者だとか言われるわけですよね。だからやっぱり彼らの反ユダヤ主義の使い方がめちゃくちゃだっていうこともそこからわかりますよね。学生だからイスラエルの事例見ると教育が怖くなる。いや、ほんと教育ってね、ここまで人間をね、洗脳してしまうんだなっていう恐ろしさがありますよね。はい。元立憲の人のことを害獣と呼んでいた者もいましたね。はい。こういう国家ではこういう若者が育って当然ではあります。日帝が邪悪だったという認識すらない普通の日本人が後から出てきますけど、多すぎますね。はい。まあ、大日本帝国の教育もやっぱりこういう感じだったんでしょうね。私は歴史のね、本でしか読んだことがないですけれども、まあ、こうやってですね、他国民への憎悪を煽ったり、するような教育をですね、ずっと続けていくと、まあ、行き着くところは一つだということだと思います。はい。ということで、イスラエルとアメリカの話でした。タイムさん遅れながらここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そう、シオニズムとね、ユダヤ教信仰は本当にね、切り離さないと、まあ確かに複雑に絡み合ってる部分はあるから、それはね、当事者の人たちの手に、本当は委ねるべきなんですけれども、まあでも本当にな、どうにもならないような、こんなことしてたら。はい。だから教育を極右に侵食させるのはね、絶対に防がなくてはなりません。はい。ザネズさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。お久しぶりです。はい。ということでですね、帝国主義とシオニズムの接続はですね、断たねばならないと思います。はい。ということで、アメリカとイスラエルの話でした。ちょっと重い話、最初から重い話だったんですけど、ちょっと、別軸のまた地獄が始まるんですが、これから。はい、皆さんお待たせいたしました。日本のですね、では日本は今、大日本帝国を出して自由民主主義の社会なのかということで、ナフサ危機と大本営発表の話をしようと思います。ちょっと映像が流れますのでご注意ください。ナフサの目詰まりについては、自民党内からこんな声が。本当はここに入りますって声を出して言いたいんですけど、そういうとその会社がすごく評判悪くなっちゃって、そこにもうちょっと早く出さないと評判悪くなりますよっていうようなこともなんとなく伝えられます。自民党の萩生田幹事長代行は先週 YouTube の番組に出演した際に、目詰まりの原因となっている業者が分かったと発言。在庫があるところにはあるため、増産ではなく目詰まりの解消に全力を挙げるべきだと訴えました。手伝いしてる人たちだって何も縛りで手元に置いてるんじゃなくて不安だから置いてるわけですから、そこで安易に増産をしてしまうと将来それがダブりついてですね、結果としてそのしわ寄せを受ける企業も出てくるわけですから。目詰まりの原因となっている業者の名前の公表について赤澤大臣は、我々の方で名前を公表したりとかいうことを特に考えているわけではありません。はい。目詰まりをしている業者が分かった。目詰まりをしている業者を名指しする。何を言っているんですか、この男は。そして安易に増産してしまうと将来それがダブつくって何ですか。今危機的状況なんですよ。なんで増産を否定するような発言をここでするの。
いやー、意味がわからなさすぎる。恐ろしいと思います。はい。いや、という感じなんですが、まあ、自民党はですね、まあ、高市さんに限らず、このような感じだということを、萩生田幹事長代行様が、お示しにならせてくれました。はい。ということでですね、まだ目詰まりの話してんのか。石鹸と教育は大量殺人ほどの急激な強化はないが、長い目で見るとそれ以上の恐ろしい効力がある。全くその通りですね。この人、だから文部科学大臣とかやってましたからね。だからどういうことをやってたかっていうことですよね。こいつらが買い占めしてるんじゃないでしょうか。いやいや、イランと交渉してください。仮想敵来た。存在しないものをどう見つけるのかお聞きしたいわ。日帝と天皇の戦争責任についての総括は日本人全く足りないですね。ほんといつでもファシズムに行きそうな感じですもんね。ナフサの在庫ってよく分かってないということは聞きました。いや、ナフサそのものはですね、揮発性だし、いろんな商品になってるから、それはトータルでは分からないですよね。分からないですけれども、そもそも足りてないこと明らかなんだから足りてないって言ってくださいよという話ですよね。新津さんこんばんは。裏金議員は岩盤支持層しか見ずに発言していますね。まあ、支持者向けの発言ですからね。こういう人たちがスパイ防止法だの国家情報局だの話をしておりますが、絶対にさせてはいけません。安易にナフサ不足をごまかそうとする方がさらに大変なことになります。今でさえ大変なのに。いや、ほんとこの人何言ってんだって感じだし、だからこういう状態、言論状況でですね、なんで中国とかロシアのことを笑えるんでしょうね。理解できないと思います。はい。ここで安易に増産をしてしまうと将来それがダブつきますと。これは凄まじいまでの勘違いです。誰も増産してほしいなどとは言ってません。一刻も早く松丹の現場までちゃんと物が届くようにしてほしいというだけです。高市総裁以来こんな調子ですよねと。いうことでですね、まあこんなことを言ってる人もいるんですが、今ですね、備蓄の石油備蓄のグラフがこんな感じなんですよ。もともとね、300日分ぐらいあったもんがバーンと減ってるわけですよね。ただですね、この宋さんはなんていうか下の方をカットアウトした図を作ってたので、この人がですね、日本の石油備蓄について左翼の詐欺グラフを正しくしましたと言って、0から0起点のですねグラフを作り直してくれてるんですけど、めちゃくちゃやばくないですかこれ崖のように落ちてるじゃんっていうかえってですね恐ろしさが強調されてしまうという、ちょっと逆効果になってたのが面白かったので取り上げてみましたが、いや面白くないんだけどね笑えないし、ということでですねナフサじゃない石油備蓄はそもそもですね急落していますので、ナフサを増産これからしようと思っても、ちょっと厳しいなっていう風な思わせるグラフですね。はい。いやー、夏本番前なのに、やっぱり下げ幅すごいことだから、やぶさめりさんの方がね、この人は、だから徹底的に自民党を擁護してる人なんですけれども、この方のグラフの方が分かりやすいんだよね。この宋さんの作ってるグラフより。こっちだったらさ、起点がゼロじゃないから、いやー、実際どうなんでしょうねっていう感じじゃないですか。でもこっちだと起点ゼロでこれ、この見事な急落、崖のように、ダウンフォールしていることがもう分かってしまってるので、逆効果だったと思いますね。はい。キャンブルニキさんお久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。よくこれで擁護できるよなって。いや、これで擁護してるつもりなのがすごいですよね。奈落の底に落ちとるやんって。好き勝手ほざいといてね。やらかしですよね、これは。はい、ただですね、我らが赤澤さんは何をおっしゃってるかというと、ナフサは 100% の水準に戻るのだ、経産省鹿児島の備蓄基地を視察ということで31日の記事ですが、赤澤さんは31日4月のナフサの国内生産が前年同月比 22% 減ったことに対し、生産設備の定期修理がその月に集中したのが原因であり 100% の水準に戻るであろうと今後の見通しを示しました。同時に国民が不安を持たなきゃいけないような状況が生じているということではないと、おっしゃっているんですけれども、これ二重のからくりがあるんですよ。確かに、ナフサの国内生産が前年同月比 22% 減ってるんですけれども、そのは、国内のですね、設備メンテナンスなどが集中したことは事実です。なので、そこはファクトとして事実なんで、中東情勢関係ないよって言えるところは言えるわけじゃないですか。ところがですね、ナフサのそもそも国内生産分って全体の4割に過ぎないんですよ。6割は輸入だったんです。で、輸入のほとんどは中東製のナフサだったわけですよね。で、そしてその4割の生産が 100% に戻るかどうか
かどうかにかかってるんですよ。で、その見込みは今限りなく薄い。だから赤澤さんでさえ、まあこういうレトリックをですね、発するようになってしまったというちょっと絶望的な状況ですね。はい。いや、何言ってんすか。だからね、高市政権でね、多少話が通じそうな人って赤澤さんしかいなかったのに、もう彼でさえこんな状態になってしまってるって、萩生田とあんまり変わらないじゃんっていうですね。いやー、ワイの仕事に影響出まくりですということで、いやー、ほんとね、仕事に影響してる方は、ほんと身を守る、動きをしてください。まあ、つってもどうしようもないと思いますけど、いや、正しいグラフの方が恐ろしく見えますよね、これ。こんな急落ぶりないよっていう。はい。そう、実際に仕事に影響が出てね、Uber Eatsの仕事とかしてる方いらっしゃいますしね、報道特集でも出てましたからね。はい。不安とかじゃなくて物がないんだってば。本当に今年の年の瀬は自民党擁護者のポストを笑って迎えるためにも声を上げ続けなくてはいけない。はい。皆さん、できる方はデモとか行きましょう。水を差すようで申し訳ないですが、劣等欲を笑うと自分たちに返ってくるので、そうですね。すいません。冷笑しすぎましたね。まあ、あまりそういうのはよろしくないと思います。すいませんでした。まあ、ただね、この人はちょっとあまりにもわかりやすかったので、はい、すいません。つい取り上げちゃいましたが、別にバカにしたいわけではなくて、むしろね、実際に正しいグラフ、だから、宋さんは確かにズルをしてるんですよ。起点を、200のところにしてるので、まあ、0に近づいてるからように見せかけてるんですけど、この人結構こういう大げさな物言いをする人なので、ただ正しいグラフにしたらかえってね、悪く見えるようになっちゃったっていうことですね。内向タンカーですけど、このままだと来年には仕事が消えそうで怖い。うわー、タンカーですか。いや、そうですよね。だって、そもそもだから、なんていうか、燃料自体がないですもんね。いやー、だからね、一刻も早くだからイランから何とかして原油だけでも通してもらうようにしないと戦争終わらないですから、イスラエルはやめる気ないんで、だから無理くりで通ってくるしかないんですよって思うんですけどね。はい。アケリアス・ヨッチョさん、コカラスです。要するに国外大元の供給源ということですね。はい。その通りです。はい。ということでですね。4月のナフサ輸入量は減少も代替調達先の米国から209倍輸入ということで、NHK さんが僕たちに希望を与えてくれているっていうことでですね。はい。すごい見事な見出しですよね。これ、4月のナフサ輸入量は確かに、去年の同じ月と比べて、47% 減少いたしました。しかし、アメリカからの輸入量は209倍に拡大するなど、代替調達の動きが見られました。まあ、カラスマはね、6割の部分がね、47% も減少したよと、やかましいけども、実際にはですね、アメリカからの輸入量が209倍にも拡大したんですよって。これでですね、アメリカとの関係によって、我々の国はなんとか助かる見込みがあるんですと、いうことをですね、まあ他にもなんかよくわかんない数字がいろいろ並んでるんですけど、34万キロリットルと27万キロリットルと209倍に拡大しましたと。ということでですね、なんかまあ輸入量とアメリカからの調達量を比較すると、なんかね、なんとかなってるように、ギリギリなんとかなってるように、減少してるけど、なんとかなってるように見えるんだけど、まあ井上さんという方が解説してくれてるんですが、4月のナフサ輸入量は減少も代替調達先の米国から209倍、見出しだけ読むと209倍もと高市政権が代替調達を頑張っているという風になるのですが、実際はナフサは 47% マイナスで、アメリカからの代替調達は全体量のわずか 12.55% です。アメリカからの輸入量はそもそもほぼありませんでした。 0.11% 程度でした。それが確かに209倍になり 12.55% がナフサの輸入量になったんですけど、アメリカ以外からのナフサ輸入量 40.45% と足しても全体で 47% マイナスなんで 53% です。はい。だからこれすごいですよね。トリックもいいとこじゃないですか。去年の同じ月と比べて 47% 減少しましたっていう数字そのものが、アメリカの、代替輸入が209倍になっても 47% 減少しましたっていう意味なんですよ。この一文でですね、これすごいなと思いますよね。まるで 47% のその落ち込みをカバーするために209倍の
ナフサを取ってきたかのように見えるんだけど、実際はそうではなく、209倍ナフサをアメリカから実際取ってくることには確かに成功したけれども、それでも 47% マイナスっていう意味なんですよ。わかるかこんなものっていう。いや、すごいですね。まあ、それでね、このヘッドラインしか見ない、まあ、NHK の報道はね、ヘッドラインしか見ない人も多いと思うので、ヘッドライン、スマホのヘッドラインでですね、4月のナフサ輸入量は減少も、大体調達先の米国から209倍ってなると、米国からの輸入でなんとかなったんだなって思うじゃないですか。なんとかなってないんですよ。はい。ということですね。椿さん、ここからせず、209倍っていうことですね。まあ109倍であろうと209倍であろうとですね、その元が 0.1% なんだから全然意味がないんですよ。大したことないでしょっていう。もう倍数というですね、のがポイントですよね。あえて具体的な数量を示さないっていう。実質10分の1。まあよくあるオチですね。大放映発表やめて、大西翼3回か、嘘つきは数字を使う。つまり全くアメリカは当てにならない。掛け算される元の数が小さいことは伏せているというですね。ちなみにまあアメリカなんですけど、もうなんで日本のためにナフサを売ってやらなきゃいけないんだみたいなことを国内のマガの人たちは言い出しているそうなので危ないと思います。まあ日本に限らずアジア全域に対してそう言ってるみたいなんだけどまあね、自分たちのせいだとは全く思ってないので、はい。いよいよ危なくなってくるんじゃないかと思います。そう、アメリカも備蓄放出してるからね、危ういは危ういんですよ。危ういからトランプも備蓄放出やめたいし、まあホルムズを正常化したいというのは確かに本音なんだと思います。本音なんだけども、イスラエルにはまあ好き勝手やるから、まあああやってね、ネタニヤフに切れてるわけですよね。はい。そうです。アメリカも備蓄放出してます。なぜ高市首相は堅くなにナフサが足りると言っているのかということで、まあ、プレジデントオンラインも半ば諦めムードでなんか、記事を書き始めてるんですけど、物価高を加速させる令和のナフサショックの最悪シナリオ。5月下旬、近所のスーパーに買い物に行くとあまり見慣れない光景を目にした精肉や刺身のパックがプラスチックの蓋からラップに変更されていた。塗装業を営む知人はシンナーが手に入らず注文を断ったという、まあ、こういったことはですね、皆さん伝え聞いているかと思いますが、この背景にあるのは言うまでもなくナフサ不足であり、まあ、ホルムズ海峡の封鎖という現象です。単価の低いポリエチレンなども1リットルあたり 42.6 円の補助金が得られるガソリン生成に供給が向かう傾向が出ているということで、まあ、実際恐ろしいところで指摘しているのは、ただこれが原因なのは、ただ単にそのイスラエルがああいうね、恐ろしい侵略戦争をやったせいで、まあ、イランが激怒してこういうことをしてるからっていうのはもちろん最大の原因なんですけれども、高市政権のガソリン補助金も原因の一つなわけですね。中東からの原油が輸入が減っているじゃないですか。原油の輸入が減っている現在、限られた原油から作る製品の中で比較的利益が出そうなガソリンに今要は補助金出してるわけですから、供給が向かってるわけですよ。だから1リットルあたり 42.6 円の補助金が得られるガソリン生成に供給が向かう傾向が出ていると見られる。そのため利益率が高くないシンナーやコンビニのレジ袋などの製造に必要なナフサが十分に行き渡っていないということで、だからまあ私も何回も指摘してますけど、ガソリン補助金を今すぐやめるべきなんですよ。ナフサを優先すべきなの。ナフサを優先すべきなのにもかかわらず、同じ原油でですね、原油生成によってまあ作れるものの一つなわけですから、ガソリンよりもナフサを優先よりもガソリンを優先して、生成してしまってるもんだから、結果的に量が足りない、いくらあっても足りないという状況なわけですね。はい。なんでこんなことするんだよということでですね、まあ高市さんが固くなに政策を変えないからだとプレジデントオンラインも言ってるんですけれども、もうそれは分かってからやめてくれという感じでしかないですね。はい。まあ結局アメリカにこびてもこうして見放されてですね、まあ全然問題は解決しないですし、日本はひたすら備蓄を減らしている状況なわけで、はい、そもそも物が作れなかったらね、輸送もできなくなりますからね。はい。ただですね、まあさすがにこのような状況にもう陥ってしまって、テレビもようやく少しずつですが状況を報じ始めました。はい、ちょっと見ていただきたいと思います。で政府側からはこちらですね、政府の発言と齟齬があることについては、発言を控えるようになどとした上でですね、今後はその報道機関の取材に応じないように求めてきたほか、人事上の処遇で不利になると受け止められるような発言もあったということなんですね。
こうした動きを受けまして業界の団体では、直ちに需要抑制は必要ないなどとするコメントを発表しました。でさらに別の団体でもですね、ありまして、幹部が需要抑制の必要性に言及したところ、政府側からこの発言の真意は何なのかなどという問い合わせが来たということで、この団体内でもですね、言論統制に近いのではないかと、今の政府の手法はやりすぎではとの声が上がっています。なるほど。企業と政府の先ほどもサポートをするべきという話もありましたけれども、本来どのようなコミュニケーションが良いとされているんでしょうか。はい、この件に関しまして野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんに話を聞きました。企業が受注停止を決めるのは、もう事例的な面が強いと、で合理的な判断と言えるのではないかと話していました。で一方でですね、取材内容が事実であれば政府の個別企業への対応は、この問題の本質に直接働きかけるものではないように感じるとしています。でその上でですね、政府によるこの代替調達の努力は評価するが、重要なのは将来にわたる安定的な調達について企業の不安が解消されるかどうかだというふうに話していました。はい、一方はい。ということでですね、びっくりするんですけど、日テレです、これ。はい。日本テレビ。どうしたの日本テレビって。読売とね、割と関係の近しい日本テレビさん、何があったんですかという感じなんですが、いよいよ経済界もですね、堪忍袋の緒が切れてるのではないかと思います。29日のニュースエブリーよりみんなの疑問コーナーで、このようにですね、さらっとですね、言論統制に近い今の政府の手法はやりすぎではないかという内容が読み上げられたんですよ。ツイッターではこれ結構びっくりされてバイラルしてるんですけど、本当はね、2ヶ月前にこれを言っておくべきだったんですけれども、日テレのね、ユースエブリの人たちは勇気があると思います。ちゃんと気骨があるんですね。はい。ただね、この需要抑制なんたらこんたらって言われたのは、なんかカルビーだみたいなことも言われてるんですけど、おそらく普通の民間企業じゃないと思います。人事上の処遇が不利になるとこまで言われてるんで、石油連盟とかその手の大手のね、機関ではないかというふうに推測されてるんですけれども、真相は定かではありません。はい。なんですが、とにかくですね、政府が、政府の発信と齟齬があるようにつくことについては、発言を控えろとですね、言ったというのは、ほぼ間違いないと思われます。はい。ということでですね、ゴゴブリンさん、コンカラスです。トランプアメリカに見放されるかどうかで、日本に住む人の命が危ぶまれます。すでに見放されつつありますけどね。はい。いや、まだこれ、ギリギリ報道の自由が生きてるってことで、だから経済界から強いですね、いや、報道してくれないかっていう要請があったんじゃないかと思うんですよ。日テレが言ってますからね。ちょっとびっくりするんですけれども、だから経済界の中での人たちでもね、もちろんナフサ危機に対して非常にね、危機感を覚えてる人たちもいるし、高市さんをクビにすべきだと考えてる人たちもいると思うので、こういう報道が機能してるうちにですね、なんとかしてやめさせるべきだと思います。はい。いや、本当はね、もっと早く言えよって感じなんですけれどもね。ただですね、個人のですね、ジャーナリストの人たちとかも頑張っています。テレビが決して使えない高市倒産が急激に増えるわけということでも、ストレートなタイトルになってるんですけど、ヤフーニュースではですね、帝国データバンクで1月4月の企業倒産が3536件、前年同期比 7.2% 増と高水準で推移している。長期金利上昇により企業の返済負担が苦しくなる中で円安と物価高が追い打ちをかけているためである。しかし現在の倒産件数はナフサ不足とその価格高騰による悪影響を全く織り込んでおらず、今回以降この悪影響を直に受ける中東企業の倒産が件数を押し上げ、リーマンショック期以来の1万2000件を超えるシナリオが現実を帯びつつあると。データを見ていけば一目瞭然なわけですよ。帝国データバンクは5月13日に5ヶ月連続で倒産件数が前年上回り、これは物価高倒産と円安倒産であると。ナフサショックの裏で高市政権が犯した2つの重大ミス。19日、政府の情報発信が静かな物流危機を招いていると、いうことでですね、当たり前ですが、イラン情勢で高市首相の外交姿勢が致命的に誤っていたからです。彼女は異様なまでの美米外交を優先するあまり、米国のイランへの攻撃が国際法違反であるにもかかわらず、イランだけを批判して同国と交渉する機会を自ら閉ざしたと。結局イランからですね、原油が入ってこなきゃったらどうにもならないというのに、そこをですね、うまいことくぐり抜けることができず、未曾有の経済危機をもたらしているという、話ですね。割と保守的なメディアでもこういうことをね、ストレートに言うようになってきているので、本来だったらね、内閣支持率がガクッと落ちててもおかしくない局面なんですけど、なぜかですね、テレビも及び腰なので、なかなか支持率が下がらないわけですね。
日テレはニュースエブリ出演してた官邸キャップが高市政権批判してたらいつの間にか別の人に変わってました。移動前の最後っぺだったのか。あ、そうなんですか。じゃあほんとクビというか、もうクビになるからいいやっていう感じだったのかな。ありがとうございます。すごい陰謀論が流れてきました。百田直樹さんが人口が減ったのは例のワクチンだって言ってる。言ってましたね。はい。すいません。ちょっと今回あれ取り上げませんが、百田直樹さんがですね、300万人ぐらい日本の人口が5年間ぐらいで減ってるんだけれども、それはワクチンのせいだというふうに言っていたそうです。日本保守党もね、参政党と全く変わらなくなってきたなと思いますね。はい。そういうオルタナティブファクトの話はちょっと後半でやります。ただですね、現実を見ない高市政権は、鶏肉価格が過去最高、要因が節約志向、鈴木紀和農相ということで、またお前かって感じなんですけど、5月に、もも肉の店頭平均価格が過去最高になった要因について、物価高を背景とする消費者の節約志向で牛肉や豚肉から需要がシフトしていると説明した。牛肉や豚肉から需要がシフトしていると説明したって思わず目を疑ったんですけれども、いや、だから物価高と、何ですか。だってから物価高が原因に決まってるでしょ。過去最高の価格をつけてるんですよ。いや、本来肉食べるのダメなんですけど、だから肉を食べさせろとかそういう意味ではなく、世界的にこうやって需要が高まって、だから輸出価格が円安になっているというのに、なんかね、いや、皆さんの節約志向のおかげですね、みたいなことを、のんきに、コメントしているんですけども、本当どうしようもないだと思います。高市さんのフリーに少しでもなりそうなことは言わないっていうお約束でもあるんですかね。はい。ということでですね。私は昔メディアで働いていたのですが、ニュースの優先順位がとても気になります。NHK ニュース7は定点観測のように毎日見ていますが、昨日28日はそれ大事というようなネックダがいくつも混ぜ込まれる一方で、大事な話がさらっと流されたり全く報道されていないことに大きな違和感を覚えました。例の栃木の特流のフォローアップが未だにトップニュースである。一方、イラン戦争開始から3ヶ月は5番目であり、一体戦争が終わるのかという局面で日々情勢が動いており、ナフサ不足や物価上昇で国民生活の影響が表面化しているのに扱いが低い。国賓来賓中のフィリピン大統領と高市さんの会談は4番目である。二国間関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げしたことの外交的意味も解説した方が良さそうなのにさらりと触れただけだった。そして国民誰しもが影響を受ける健康保険法の改悪、高額療養費と OTC 類似薬の問題については8番目である。違和感を覚えたのは割と些細な感じの金銭汚職が30分の間に3つもあり、仙台のカンボジア名誉領事の申告漏れ、徳本市議の汚職の話、ソニー生命社員の不適切な金銭のやり取り、そしてこの番組に報じなかったことは高市市場の秘書がですね、木下剛さんが、総裁選衆院選でライバルの中傷動画を AI で作らせていたという疑惑について報じませんでしたと、いうことで、なんかね、最近本当その新メディアというかテレビメディアではですね、特流とかなんかいじめみたいな、そのセンセーショナルに犯罪報道、いや犯罪報道もそれはね、大事だと思いますけれども、を報じる一方でですね、社会問題についてほとんどフォローアップしなくなっているようでして、なので日本の治安が悪くなっているね、困ったね、怖いねみたいな、感想を抱く人は増えていると思うんですけど、そもそもその原因が何なのか、なんで景気がこんなに悪化しているのかというところはですね、誰もわからなくしているのではないかと思われます。はい。ですね。日本の報道ランキングは、はい、世界70位ぐらいです。相当低いですね。カップ麺の値段も知らないようなドンが居座ってる党だから。いや、星党もね、そういう方ですからね。はい。そして、ちょっと名前がバグってますが、ロイターがですね、ロイターは、そうした忖度は一切しません。日本の高市は彼女自身の最悪のエネルギーの敵ですと。ちょっと翻訳がおかしいんですけども、エネルギー政策の敵は高市さんだということで、ついに名指しされました。最近世論調査で同党の世代別勝利を収めた国家元首にとって高市氏は目標を低く設定しているように見えます。中東の混乱で石油や天然ガスの価格が急騰したことを受けて、日本の首相は消費者のエネルギーコストに上限を設けるため高額な補助金を倍増させており、これは極めて近視眼的なアプローチであり、危機を国の不均衡なエネルギーミックスの体系的な見直しの原動力として活用できていません。高市氏の戦術はエネルギー供給の 80% を化石燃料の輸入で賄って
っているこの国で家計をインフレから解放するという選挙公約が動機となっており、約3000億円を毎月費やすガソリンを、の補助金をですね、ぶちゃぶちゃぶち込んでいるんですけれども、新たな過剰な予算をですね、設定せざるを得なくなり、さらに3兆円の予算を投じると。で、これは放漫財政としか言いようがないし、インフレが悪化するし、リスクのある円の下落圧力が強まりますし、長期金利が上昇するわけですよね。ますます経済が崩壊するじゃないですか。で、この人はなんか原発推進派らしくてね、原発は検討しないのかみたいなことを言っているんですけれどもですね、原発だってナフサ由来の原料とかでいろいろ部品ができていますし、この状況ではね、原発稼働なんてもってのほかですよね。リスクが高すぎるでしょと、いうことでですね、だから決して左翼の人ではありません。ロイターの人はですね、どちらかというと保守的な、価値観から高市さんを批判しているわけですが、この首相何やってんのっていう感じなわけですね。そりゃそうだろうなと思います。大体国家権力が悪いからな、若年層の貧困とか、はい。だからね、メディアはね、ほんと海外メディアしか真実を報道しなくなっちゃってるので、ね、どうしようもないですね。NHK のドキュメンタリーは鋭い視点で綿密な取材に基づいて作られた素晴らしいものがありよく見るのですが、 NHK はドキュメンタリー部門と報道部門が別の局みたいです。実際スタッフが全く別らしいですけどね。はい。ちょっと NHK の話後でやりますが。ということで、世界に発信された日本のエネルギー政策の矛盾、ロイターの記事より、ガソリンへの高額補助金は近視眼的アプローチであり、中東発のエネルギー危機を日本のエネルギー構成を見つめ直すことの原動力として活用できていません。燃料費の高騰と夏の電気代補助のために新たに3兆円の補正予算を組んだが、財政浪費への疑念が再燃しています。化石燃料の途絶に対して特に脆弱な状態になります。この世界的なエネルギー危機を日本のこれからのエネルギー構成を見直す機会にしなければいけないのは指摘の通りだと思います。政府においても目先の対症療法的なアプローチではなく、こういった中長期的なエネルギー構成の戦略構築にも目を向けていただきたいところですということでですね。いや、素直にメガソーラーやった方がよくねって思うんですけど、なんかね、そういうこと言うと親中派に見られるらしいので、はい、なんかそこでもタブーになってしまってますね。で、最後に、この、ですね、ナフサ危機の、最後に、ショーの最後にですけども、こういうね、どうしようもないプロパガンダみたいなのを誰が仕掛けてんだっていう、話なんですけど、高市首相の動向速報 X が話題、内閣広報室開設ということで、X をですね、未だ、使っている方はですね、もしかしたら見たことがあるかもしれないんですが、最近高市さんは内閣広報室というアカウントから、自分の非常にプロパガンダ的な発信をするようになっています。5月1日から1ヶ月間の期間限定だったはずなんですけども、すでにフォロワー数は10万人以上に上っており、手掛けているのは故安倍晋三元首相の秘書官としてスピーチライターを担った佐伯幸三内閣広報官という人です。この人どんな人かっていうと、ですね、去年ですね、佐伯さん12月に、起用されているんですけど、安倍晋三内閣で安倍晋三元首相のスピーチライターを長く務め、2017年に42歳の若さで首相秘書官に登用された人です。ですね、だから当時安倍のマスクとか、そういったキャッチフレーズを作ったのがこの佐伯幸三さんだというふうに言われております。はい。だから当時のね、やっぱり安倍内閣の雰囲気覚えてる方はわかると思うんですけれども、そういうノリでですね、政府広報をやってるということですね。はい。X で動向速報を流せば支持率はポンと伸びますよとでも言ったのでしょうか。全国民に布マスクを配れば国民の不安はパッと消えますよから6年、日本人は今でも佐伯幸三氏のような人物に載せられていますと。ということで衆議院議員の鈴木貴子大先生なんですけど、内閣広報室施工アカウントが、終了ですということで、1ヶ月間なのでですね、終了というふうに言ってたんですけど、人気絶頂の中での引退となるのか、いやそうはさせられない、アンコールということで、中の人をより明確にするためアカウント名を変更いたしました。その上で今後も内閣広報官が、自ら見る総理の姿などいろいろな投稿を試しながらより柔軟にタイムリーに発信を行ってまいります。よろしくお願いいたしますということで、今後もですね、こうしたプロパガンダ報道をずっと続けていくそうです。そして逆らうやつにはこのような強い要請をするということですね。はい。こんな大学生のサークル活動みたいな風情の連中が日本の在り方を根底から覆そうとしているのは心底恐ろしいことだと思います。はい。
ということで、ナフサ不足と、高市政権のプロパガンダ報道でした。この人たちふざけてるんですか？いや、でもふざけてますよね、本当に。この国家のね、非常事態、全くのね、危機という時に、だから自分の高市首相をよく見せることしか考えてないんですよ。他のこと何の興味もないんですよ。で、不都合なことに関しては全部、口を塞ぐっていう手法を使ってるわけですよね。いや、ほんとね、ゲッベルスみたいだなと思いますよね。国会で官僚のくせに野党議員にヤジを飛ばした。ああ、そうなんだ。もともとそういう人なのですね。シンプルに腹立つ。なんでこんなのに支持が集まるんでしょうか。現実逃避がひどい。ほんとね、現実逃避内閣だと思いますね。現実の問題を一切見つめることなく、こういう広報とかね、プロパガンダでなんとかしようとして、実際 NHK とかもね、こういう風に載ってしまってるわけですよね。はい。それはね、正しい情報が伝わらないですよ。ニュースエブリとかね、頑張ってる人たちはなんとか告発しているけれども、うまくですね、市民の皆さんには伝わってない状況ではないかなと思います。これより野党がやばいと思うのは認知が歪んでるのではないでしょうか。いや、保守党や参政党がやばいっていうのはわかりますけどね。はい。これはね、ほんとね、もう参政党とかね、アカウントだって言われてもね、私はね、信じちゃいますけどね。だってノリが一緒だもん。はい。こういうね、大学のね、イベサーみたいなノリで、国家を運営するのはやめていただきたいと思います。はい。ということで、日本のナフサ危機でございました。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。はい、ということで、日本のプロパガンダといえばということで、国家情報局と軍拡の話をしたいと思います。国家情報局が7月にも発足するそうです。おめでたくないでございます。インテリジェンス司令塔設置法が先日成立してしまいましたので、各省庁の情報機関への総合調整権を持ち、国のインテリジェンス機能の司令塔となる内閣情報室を、改組し、7月に発足するそうです。7月にもうやんのかよ。早いな、随分ということでですね。はい。内閣情報室がいかに、内閣情報室というかね、インテリジェンス関連法案がいかにやばいかというのは、昨日出した動画を見てください。はい。ボランティアにだから情報を使わせたらさ、我々の個人情報全部抜かれる可能性あるんですよ。やばすぎるでしょ、この期間っていう、思いなんですけどね。一ノ瀬さん、コカラスです。いや、なんかこういう軽いノリでなんか何もかも進めていこうみたいなのやめてほしいですね。ほんとこういう仕事だけ早いですからね。はい。特に、あと同時にですね、国旗損壊罪、みんな待ち望んだ国旗損壊罪も、進めております。SNS のライブ配信も処罰対象に自民党案要点まとめということで、自民党案がなんか通ったらしいんですけど、日本の国旗が傷つける行為を法律で禁じる国旗損壊罪の創設に向け、自民党は1日法案の条文案を了承しました。一部野党の協力を得て自民党は今国会中の成立を目指しています。ということで、これ有料記事なんで、見たい方は全部読んでいただきたいんですけど、そもそもね、何のためにこれを作るのか本当にわからないんですよね。国旗の損壊行為は国旗を大切に思う国民の感情や尊厳を害することになり得るとし、国旗を大切に思う国民感情を保護するために立法が必要だということで見解をまとめたんですけれども、感情を保護するために法律作んのって聞いたことないじゃないですか、そんな法律。だから高市さんが作りたいだけだからコストが安いから作ってるとか、そうした報道もあるわけですけれども、社会通念上国旗として用いられると認識されているものが、対象であり、お子様ランチに飾られた旗やアニメ、漫画、生成 AI などによる創作物は、対象外としているが、自らそのですね、損壊の様子を SNS などでライブ配信する行為は国旗損壊罪に当たりますというですね、罰則という、なんか前のめりなんですけれども、しかし一方では損壊された国家掲デモを更新することは処罰の対象外だそうです。どういうことだよっていう感じなんですけど、これは河合祐介さんとかへの救済措置だと思います。要は
右翼の人たちって結構ボロボロの国旗を掲げたり、まあ国旗をマントみたいに身にまとったりしながらデモ行進をする人たちがたまにいらっしゃるので、ですね、そうした人たちは罪にはならないということらしいです。実物の国旗を人に著しく不快または嫌悪の情を抱かせる方法で公然と損壊除去を損した場合は、ダメだけども、自ら損壊する様子を撮影した動画も、アップするのもダメです。しかし、ボロボロのですね、国旗を掲げてデモ行進するのは愛国的行為なので処罰の対象外です。どっちなんだよ、これは。処罰したいのかしたくないのか、どっちなんでしょうか。こんな意味のわからない法律初めてなんですけど、どうしたらいいんですかね。どう解釈したらいいんでしょうか。これは。はい。サーズさん、コンカラスです。こういうことだけは早いですよね。はい。こんな保護砲撃があってたまるかって。この人たちは国民の個人情報をどうしたいんだよって。岩谷議員しか反対していないのはもうやばくないでしょうか。いや、自民党そのものがやばいですよね、本当に。いや、石破さん賛成なのこれにって思っちゃいますよね。この感情の主体は誰なんですかねっていう何もかもやっとした国民という存在をまあ保護したいんでしょうね。誰の話なんですかね。本当こういうことだけは早いですよね。じゃあ左翼のデモは弾圧するってことですか。でも国旗に穴開けたフラッグとか持ってる人いますからね。それ弾圧するのかな。はい。まあ国民を縛るための国旗損壊罪はですね、明らかに違憲だし表現の自由に反していると思います。はい。どう立証するのか一度でも真剣に考えたことがあるのでしょうか。はい。これやっぱドラマ映画の映像作品について配慮できてないと思います。外見犯だから内心に踏み込んでないというなら思想良心の自由に踏み込んでないよという主張も大概むちゃくちゃ言ってると思う。そもそも国旗を愛する気持ちがある人間への配慮が根底な段階でそこは内心への偏りがあると思いますということですね。この方の指摘が全くその通りだと思います。要は国旗を愛する気持ちを保護する法益であるから、国旗を愛する気持ちのない人間、まあ例えば左翼の、人間に対しては保護しないっていう風な法律なわけですよね。だからそこの時点で思想を取り締まってるじゃないですか。ダメでしょ。はい、完全にアウトだと思います。アナキズム弾圧世界、独裁者さえ良ければいいとか、国旗バッドとか私は見てて不快なんですが、そういう感情は保護されないのでしょうか。要するに国旗を大事にできない人間は国民と認めないと言ってるも同然。いや、ほんとその通りなんですよね。赤松健助けていや、ほんとね、だから、日本の保守派とかね、右翼と言われる人たちが言ってきたこともガン無視してるし、まあ、どう考えても表現弾圧にしかならないと思います。だって、その国旗を愛する気持ちとかって定量化できないじゃないですか。外形的にわからないものをどうやって法律にするんですかっていう話ですよね。はい。だから、適当な思想弾圧に用いられるのが目に見えてるので、まあ、こんなもんは廃案にすべきだと思います。はい。しかしですね、私たちに考える暇を与えないために自民党は次から次へと悪法を出してきています。公務員の予備自衛官職務を円滑に予備自衛官等兼業特例法案が衆院を通過ということで、なんかこれ誰も注目してなかったんですけど、私もすいません、注目できてなかったんですけど、そろっと通ってしまいました。これどういう法律かっていうと、公務員の人がですね、要は予備自衛官になるときに、現状では、予備自衛官になる際には、まあ、公務員としてね、勤めている、例えばお役所とかの許可を要する、所属庁の庁等が、職務専念義務の免除可否を判断するなどと、まあ、いろいろなですね、公務員の人がいきなり、いや、予備自衛官だからお前ちょっと来いよって言われていけないので、いろんな法律の縛りがあるんですけど、そういったものをですね、特例措置で全部取っ払って、職務専念義務を免除、予備自衛官になる際に、招集に応じることを含め承認を受けるということで、招集に応じることも含め承認を受けるって、まあ、これ一瞬見間違いかと思ったんですけど、まあ、そういう法律なんですよね。まあ、これを自民党はですね、自分のサイトで自慢げにこうやって解説しているんですよ。国家公務員と地方公務員が予備自衛官等を兼業する際に、その職務の円滑な遂行を図るための特例措置を設けた予備自衛官等兼業特例法案が、衆院を通過しました。兼業国家制度の特例措置を創設し、予備自衛官等を継続的安定的に確保するとともに、職務の重要性に対する国民の関心と理解促進を、図りますと
いうことで、まあだから公務員ですから、普段はお役所とかに勤めになってる、まあ本プロの自衛官ではない人たちなわけですけれども、まあ予備自衛官ということで、いざという時にはですね、国を守るために働いてくれると、いうことらしいんですけど、いや、今これ通すのっていうですね、予備自衛官法募集開始という、これちょっと月末のポストなんですけど、誰かを守る力になる、そのための第一歩がここにある、あなたの思いは予備自衛官法で実現してくださいということで、受付期間が9月10日まででですね、まあ予備自衛官法を大募集してらっしゃるそうです。いやでもなんかこのノリだったらさ、その公務員の人たちとか無理くり予備自衛官法に入らなきゃいけないっていう風な法律も作りそうじゃないですか。いや、みんな予備自衛官になりたいとか思ってないよ、別に。って思うんですけどね。はい。ということですね。予備徴兵制。いや、ほんとね、なんか、プレ徴兵制みたいなことばっかりやってますよね。やばいことばっかりスピーディー。まあ、今回公務員の人たちだけがターゲットですけど、でも本当公務員の人たち怖がってるし、いつか私も徴兵みたいにされるのではないかって言ってる人もいらっしゃいますね。いやでも災害で阻止できんのかな、しない気がするな。自衛官のなり手が少なくなっているという話が聞きますけど、こんなことしてるからじゃないでしょうかっていう。まあ自民党のサイトにも書いてあるんですが、即応予備自衛官は約5割、予備自衛官は定員の7割しかいないそうです。なので小泉進次郎大防衛大臣は予備自衛官等が招集に応じやすくするような施策を着実に進め、その継続的安定的な確保に努めると、いうことをですね、やんごとなき、ことをおっしゃってですね、はい、この法律が通ったそうです。小泉さんが必要だって思ったら通っちゃうのこれがあって。いや、こんな国守りたくねえわ。高市の悪性からまず人民を守れよっていう、公務員の左遷先とかにされそうで怖いですね。戦闘行為に参加しているわけでもないのに石油止まって滅びかけてる国が国家公務員を予備自衛官にして一体何をどうするつもりなんでしょうか。公務員を何だと思ってんだよっていうね。はい。だからね、公務員だからといってこういうのに従う義務はないと思うんですけど、別に予備自衛官の人たちを悪いと言ってるんじゃないですよ。自発的にやるのは別にいいと思うけど、そうじゃないよなっていう話ですよね。私の同世代が集まった際、今戦争が始まったら自衛隊だけじゃ足りないから若いやつが大変だな、はっはっはみたいな話が出たので、50代、60代前半の男女も徴兵対象じゃないでしょうか。予備自衛官の年齢条件は52歳、退役の人は62歳というのを考えると言ったら、全員という顔になりました。他人事ではありません。なのでですね、ちょっとですね、年齢のいった方も、人事だと思ってね、笑っている場合ではありませんよ。というか、ドンパチやり合う戦争にすらならないでしょう。明日輸入を止められたらすぐに飢える国なのに、飢餓は右も左も思想も関係がありません。いうことでですね、全くおっしゃる通りだと思います。ドキュメンタリー映画「イの倫理」と戦争でも取り上げられていましたが、確か自衛隊法103条により有事の際には民間の医療関係者や建設業運搬業の方々へも自衛隊の協力を問答無用で応じることができます。なるほど、そうですね。だから医療機関とかは確かにそういう、戦争になったらね、そうやって無理やりですね、従わせるっていうことはできるようになってしまってると思います。はい。で関連して、新聞赤旗のスクープです。陸上自衛隊が、戦死を想定した遺体の取り扱いのため、葬祭業界の全国団体だけでなく東北など地方の団体とまで協定を締結していたことが分かりました。これ去年ですね、赤旗さんがやっぱり報じてたんですけど、要は観光総裁団体の、全国団体と契約してたんですよ。でそれに加えて東北など地方の団体とも協定を締結していたと。協力内容や遺体の安置だけではなく修復保全などが含まれます。高市政権が台湾有事を念頭に戦争準備をする中、民間を含めた動員体制を着々と進めていますということで、いや自衛官の人が戦死するのが前提なのっていうのでちょっとゾワッとするんですけどね、誰も私は死んでほしくないと思いますが、だからそういうのは今から準備しなくてもいいんじゃないですかね。今まで準備してなかったですよね。
で、まあ続けてスクープなんですけど、防衛省が沖縄や鹿児島などの南西諸島での激しい戦闘を想定して全国の主要な自衛隊病院で病床を大幅に増やす計画があることが判明しました。戦闘で自衛隊員に多数の死傷者が出ることを前提にした準備です。南西諸島が戦闘に巻き込まれれば住民にも負傷者が出たり民間の医療施設まで動員される可能性があります。まあ先ほどコメントにあった通りですね。はい。ということでね、沖縄だけじゃなくて鹿児島まで広がって、まあこういうのも想定して動いてるそうなんですけど、いや本当に大戦争やる気なのっていや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 、まあ右翼の人たちはね、有事の際の訓練は必要だろうっていうし、それは一般論としては確かにわかるんですけど、はい、私も必ずしもね否定するものではないんだけれども、やっぱりこの今までやってなかったことをなんで急にやりだしたのかっていう風にはなりますよね。いや、カードのスクープえぐいですね。次から次へと、まあそれだけね、やっぱり自衛隊とか防衛省の方からこういう激しい動きが起きているっていうことなんでしょうからね。はい。日程の反省を忘れた末路。50代、60代、農村に下って農作業をしているという命令が下されそう。ああ、それは本当あり得る話ですね。はい。だからね、年齢関係ないんで、っていうか戦争は全ての人を巻き込むので、他人事だと言ってる人は間違ってると思います。という中でですね、はい、とどめにこのニュース、まあみんな激怒してたので見た方もいると思いますが、30日に対中国一層緊密に連携、ミサイル共同配達加速日米防衛省ということで、小泉進次郎防衛相がヘグセス米国防長官とシンガポールで1時間会談してがっつり握手してきました。軍事的威圧を強める中国について意見交換し、一層緊密に連携していくことを確認。迎撃ミサイル SM3 ブロック 2A などの共同開発生産を加速させる方法で一致したんかいっていやこれ憲法違反じゃないのって今まで確かに米国のパトリオットミサイルを日本が作って米国に輸出するという行為は、武器輸出三原則を、変更するまで武器輸出原則をですね変更する前からやってたわけですけれども、それ岸田の時代からずっとやってたので共同開発は、ね、してたっけ。もうなんかなし崩し的にですねこういうことが次から次へと進んでいくので、もう理解が追いつかないですね、正直。だからまあここまでいくと本当に日米が一体化してね軍事推進をしてるとね中国に見られるのも当然ではないかと思います。はい。いや一致すんなよっていうか、なんでこのタイミングで中国を刺激するんだよってはい。ということで、まゆっちさん、アーコンカラスです。自治体の若年層は低賃金なので、予備自衛官のお手当があるとしたら、釣られる人もいるかもしれません。でも、同僚が辞めてしまったり、病気したりで現場を回していくのがギリギリですよね。ということで、そうですね。だから、実際公務員の人が減るかもしれないわけですよね。こんな招集みたいなことされたら。その辺どう考えてるんですかね。人間の数には限りがあるんですけどね。はい。そして、すいません。一つちょっと、笑えないんだけれどもね、ひどいコメントがあった、ポストがあったのでちょっと晒してしまうんですが、霊障ではありません。私は結構怒っています。で、なんかこの噴火ペンギンさんってなんかペンギンの風上にも置けない投資家アカウントなんですけど、飽和工業複数のテーマを抱えた完全国策銘柄が噴火の準備活動を発言しました。この会社はですね、全然私知らなかったんですけど、重火器、ドローン防衛、世界的な成長分野の MLCC 市場向け新製品の開発まで、イスラエルと協力していることの有名なロボット企業ファナックと共同で開発中です。防衛、ドローン、工作機械、電子部品設備、有価証券報告書が大変面白いですということで、飽和工業の株を買おうみたいなことを言ってます。いやー、最低ですね。だからこういうやつが金儲けするから戦争やめろって言ってんですよ。本当に。まあこういうね、ドローンをね、共同開発しよう、うろって、もう前のめりなわけですけれども、もう売りたくて仕方ないんでしょうね。はい。で、まあ株で儲ける人たちが出てくるということですね。はい。最悪だなと思います。やっぱツレバさんコンカラスです。戦争したところで先の大戦と同じように餓死で終わりです。だから金儲けしたってこういう人は儲かるかもしれないけど、我々はね助からないんですよ。ふざけんじゃねえよっていう。はい。
今も要求されてるんですね。お大事になさってください。最低すぎる。ESG 投資の真逆。自治体職員が減ったら市民生活の水準が低下するけど、こういうこと全く考えてないんでしょうか。自分の金さえ稼げれば他者なんてどうでもいいという資本家だっていうですね。マルクスが墓場から女装で殴ってくるレベルだと思いますが。はい。まあ、ただですね、こういう人たちはのんきにお金稼ぎのことしか考えてないかもしれないですけど、このトーマス・マシューさんという人はアメリカの共和党員で、まあ私は思想的には賛同する人ではありませんが、なんでこのポストを紹介するかっていうと、アメリカでもですね、ちょっと大きな動きがあるんですよ。NDAA の条項で、米国とイスラエル軍の統合と同期を図る者が委員会を通過した場合、議場で法案から私はこれを削除する修正案を提案するつもりです。我々は主権国家であり、イスラエルと共同国家ではありませんと。いうことで、まあ、反イスラエルのですね、右翼の人が激怒しているんですけど、まあ、これどういう話かっていうと、先週にですね、2027年のアメリカ国防権限法っていうのの、まあ、改定が報じられまして、これがですね、もちろんまだ議論の段階でですね、先ほどの共和党員の人とかも猛反対しているので、通らないかもしれないんですが、アメリカ・イスラエル国防技術協力イニシアチブっていうのが提案されているそうです。AI、サイバー戦、自律攻撃システム、量子技術など先進兵器開発を両国が協力。要は、米軍とイスラエル国防軍 IDF が一つになる、アメリカ・イスラエルの軍事支援が見ていなくなるということ。まあ、最近ネタニヤフから左派政党までシオニスト掌握済みの政治家、シオニスト掌握済みってまで言ったらちょっとこの人言い過ぎだと思うけど、まあアメリカはね、シオニスト政治家がいっぱいいるわけですよね。のシックタグたちが口を揃えてイスラエルの支援やめますみたいなことを言い出しているのはこれがあるからです。支援を見えなくする法制ができます。米軍と IDF が一つになるのがいかに危険なことかは誰でも想像ができるでしょうと、いうことでですね、すべての生命と自由への脅威だと、いうことでまあ左派の人からこういう右翼的な反イスラエルの人まで、揃いも口を揃って非難しているので、まあさすがに共和党内も割れてるみたいなんで通らなければいいなとは思うんですけど、アメリカは本気でですね、イスラエルと一体化することを考え始めてるんですよ。でもイスラエルとの一体化に失敗したらもしかしたら日本なんじゃないですか、これはって思っちゃいますよね。ですね。自分はまだギリギリ耐えて、ありがとうございます。すいません。訂正言ってきていただいて。だからですね、まあパランティアの話もそうですけれども、アメリカがですね、本当に日本と軍事的一体化みたいなのを目論んでるんじゃないかっていう動きがいろいろあって怖いなと本当に思います。はい。で、これ基本的に共和党とか民主党とか政権交代したとしても、アメリカの軍事政策ってあんまり変わらなかった。基本方針の部分で決まっちゃうと変わらなかったりするので、まあ、このトーマスさんがどれぐらい反対してるかくれるか分かりませんが、とにかくアメリカが他の国と合体するみたいな法案は通さないでほしいと思います。はい。動画の方は退役軍人の方で現役の兵士にトランプに言われるままで、そうですね、退役軍人インフルエンサーの方だったと思います。この方ですね。はい、グレッグ・J. ストーカーさんですね。はい。ドメキリオさん、コンカラスです。いや、ほんとね、イスラエルがダメだったら、まあ、イスラエルは確かに共和党の人たちから、まあ、反ユダヤ主義的な人も本当にいるけど、かなり嫌われ始めているので、もしかしたらポシャるかもしれません。このトーマスさんが願ってるように。ポシャるかもしれんけど、そうなったら次は日本なんじゃないですかね。狙われるのは。ただですね、まあ、そういった動きが一方にある一方で、アメリカが今仲良くしようとしている国があります。さて、どこでしょう？はい、中国ですね。米中がハワイで軍事海上協議をしました。意思疎通の強化で一致したということで、まあ、一瞬なんかね、認知の錯乱を起こしている人たちが一部にいたんですけど、中国海軍が1日に発表した声明で、中国と米国が航空及び海上安全保障について率直かつ建設的な意見交換を行い、軍事海上安全保障を強化するための措置について話し合ったと。いうことでですね、まあハワイでは仲良くやりましょうよ。そんなね、ドンパチやることないでしょって、台湾以外はどうでもいいんですよ、うちらっていうような、まあ感じだったようでございます。高市首相はトランプにべったりでここまで来たのに完全にはしごを外されています。マジで情けないですね。日本はフィリピンと EEG 協会確定交渉を始めるって中国をガチで28日、先ほどのヘグセスの件ですもありますけれども刺激しました。中国が会計出して反発している最中に、同じ日に米中がハワイで軍事海上協議やって意思疎通強化で日本抜きで合意してるんだぜ
まあトランプがね、だから習近平さんにああいう態度を取ってる時点でこれ分かりきってる結果じゃないかと思うんですけど、アメリカ的にはですね、もはやなんか日本はもう使い捨ての駒程度にしか思われてないのではないかなというふうに思います。いや、帝国主義同士仲良く違う世界に行ってほしい。いや、本当にそれそうなんだけどな。いや、別にこれが中国が正義というわけではないですからね。そこは勘違いしないでほしいです。軍事的脅威があるのは事実ですけれども、まあ、アメリカと違ってね、いきなりイランに戦争を仕掛けてないし、今のところおとなしくしてるわけですよね、台湾以外は。はい。ね、だからそのうち日本のことね、無視し始めると思いますよ、この人たちは。ね、高市さんはトランプと何を話してきたんだよ。結局見捨てられてるじゃんってね。まあ、だから習近平さんがこれ、まあ、なんだろうね、確定情報ではないですけど、時事通信とかが報じたところによれば、まあ、高市さんのこと名指しで結構嫌悪して嫌っているということをトランプさんの目の前で言ったということで、なんかトランプはそういうことは覚えてると思うんですよね。印象に残ってると思うし、まあ、一応擁護してくれたらしいですけれども、まあね、トランプにとってね、習近平と高市とどちらが重要かといったら、それはね、もう考えるまでもなく、習近平さんの方が重要だと考えてると思われますので、はい、そういう結果になるんじゃないかなと思います。はしごを外すというか、そういう最初からはしごがなかったという話じゃないでしょうか。確かにそうですね。はい、なんですけれども、まあ、その高市さんが外交の現場で何をしたかということでですね、はい、まあ、ちょっとこれ見ざるを得ないので見てください。ちょっと1分ぐらいあります。はい。この動画投稿主の人はね、高市さんのまあ態度とかマナーとか歌うなみたいなことについて言ってるんですけど、私的には正直それはどうでもいいです。信じられない。平重度だけじゃなくてイマジンを歌ったのか。高市さんがフィリピンのですね、大統領の前で統制しながらイマジンを熱唱しました。恥知らずにも程があるだろ。イマジンがどういう曲か知らないのかもうポール・マッカートニーも泣いてるよっていう感じなんですけど、いやー、まあサムネイルの意味が分かっていただけたでしょうか。想像してごらん、高市さんのいない世界を。想像してごらん、ナフサのない世界を。もう何を言っていいか分からねえよ。本当に。なんでイマジン歌ったんだよ。で、なんでよ、そこは歌わなくていいだろっていうふうに、まあ思うんですけど、いやー、ほんとついていけないですね。怖いと思います。正直、だってこういうことを進めながらですよ。こういうことを進めながらイマジンを歌ってるんですよ、この人たちは。信じられないっすよね。イマジンがどういう曲だか分かってんのっていう。いや、まあ確かにフィリピンの人たちが歌ったのかもしれないけれども、はい。絶対に体調を崩せる動画ということで、皆さんすいません。見せてしまって。重度ってなんだか知らないんじゃないでしょうか。はい。いや、まあ、高市さんのその態度とかについては別にまあ、どうでもいいんですよ、マナーとかね。それは石破さんも結構いろいろ言われてたし、でもイマジンを歌うのはありえないですよ。どういう状況なのっていう。致命傷で済んだわ。地獄の時間だった。この人歌の内容には興味なくてメロディーがかっこいいから外国の歌を歌ってそう。でもそれはなんか昔からそういうタイプなのかな。メタル好きって言ってましたしね。
イマジンの歌詞の意味理解してたら高市自身の制作とは真逆だと分かったはずではないかという。いや、さすがに歌詞知らないってことないと思うんですけどね。ありえないでしょ。自分が歌ってどう思われるか知らないのっていう。ちなみにイマジンは、すいません。はい。補足ありがとうございます。ジョン・レノン一人が作った曲なんで、小野洋子さんと作った曲なんで、ポールは関わってないです。はい。補足ありがとうございます。そうですね。普通にセクハラ的なことをやるのは本当に問題だと思います。戦争できもしないくせに従う国家が反戦曲を歌うのはお笑いですなっていう。いや、イマジンは想像してみて国家なんてないことを難しいことではないさ、殺すべきものもそのために死ぬべきこともないんだ、宗教もない、想像してみて全ての人々が平和に生きているところをという内容です。歌詞の意味を理解してたら今彼女の進めてる政治はありえないという怒りですという。ありえないと思います。ということで、マンドマツさん、ゴンカラスです。トランプも悪魔を憐れむ歌を歌ってるし、為政者仕草なんじゃないでしょうか。確かにトランプも確かにそうなんですよね。悪魔を憐れむ歌を歌ったりとか、YMCA 歌ったりとか、なんでお前がそれ歌うんだよみたいなことを歌好きなんですよね、結構。これがね、なんかポピュリストの無茶苦茶さなのかなという気はします。外遊でストレスが溜まってたのか、そうですね、部下にコアラがどうとかってパワハラをしたという噂も漂ってますが、ちょっとまだ確定情報じゃないんであれですけどね。もうでも何をやってもなんか不思議じゃないって思っちゃうのが高市なんですよね。いや、もう公人の立場っていうか、やっぱり高市さんの思想と 100% 真逆な歌をやっぱり人前で歌ってしまうっていうのはちょっとありえないと思います。個人的に楽しむだけだったらまだわかるやなくもないけど、はい。岡本太郎の殺すのはまた評価しなくてはいけないか。小池百合子がバンクシーの作品と記念撮影してたのを思い出しました。イマジンのような曲の力を削ぐような効果があると思います。確かにそうですね。それはあったかもしれないですね。小池さんはわざと、人計算高いからわざとやってたと思うんですけど、バンクシーっていうね、パンク的なね、この前ナショナリストの、風刺像とか作った人ですけれども、その人のアートを、東京都内で発見した時に、なんで可愛らしいんでしょうみたいなこと言ったのが小池百合子なんですよ。本当に恐ろしい政治家だと思いました。だからバンクシーの風刺の力みたいなのをゼロにするっていうね、仕草だったわけですけど、高市さんも似たようなことをイマジンに対してやってると思います。これはわざとかどうかはわかんないですけどね。はい。恐ろしい人やわ。はい。って思うんですけど、はい、歌といえばで最後にですね、自衛隊と政治の距離、ということで、朝日新聞が改めて評論を出しました。これ朝日購読してる人は読んでみてください。自民党党大会に陸上自衛隊隊員が出席し、制服を着て君が代を歌うという事案がありましたが、自衛隊の中立性が揺らぐ事態の、問題であったにもかかわらず、なんとなく世間ではもうスルーされて忘れ去られつつあります。はい。いろんな方が書いててですね、それぞれに正しいことを言ってらっしゃると思うんですけど、2026年4月の自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊の現役隊員が制服姿で国歌を熱唱したという事件です。ですね、中でも注目なのが、防衛大卒でもともと空軍の将軍だった林吉永さんっていう方が、書いてるんですけれども、このような政治家たちが有事のシビリアンコントロールに関わるなどというのは言語道断である。事件への率直な反省も再発防止の対策もできない政治家に戦争が起きるか起きないかの切迫した事態で適切な判断と指揮ができるとは思えません。自衛隊員に政権与党が自らの統制拡大に協力させる任務をさせてしまった。国民からリスペクトされる存在になろうと積み重ねてきた自衛隊員たちの長年の努力を一瞬の水の泡でしかねない非常に残念なシビリアンコントロールの失敗と言えると思いますと、書いてまして、それに尽きると思います。じゃあ本体だったら軍隊とかいじっちゃいけない人たちなんですよ。今中突然歌い出すやつありえないでしょ。これからさ、そのことを構えるみたいな時にですよ。何を考えてんだよっていう話なんですけれども、この辺のね、むちゃくちゃさっていうのが、やっぱりポピュリズム政権のね、恐ろしいところなのかなとは思います。はい。パワハラ大問題でもあるが、疲労が大きいことを改善すべきかは一向の余地。そうですね。疲れてたら本当休んでいいんですよ。それはそうなんですけれども、でも高市さんの場合なんで休んでるのかが分かんないところがちょっとね、困るんですよね。病気だったら病気でもいいんですけど、霊気の佐伯アカウントが、高市の自衛官パワハラ疑惑を否定してました。そうなんですね。はい。
ということでですね、国家情報局と軍拡の問題でございました。はい。ただ引き続き行くんですけれども、はい。皆さん、今思い浮かべてください。今ですね、自衛隊のね、中立の問題とか言ったじゃないですか。自衛隊がね、中立的でないというか、どこかの政党のですね、応援をするようなことがあってはいけないわけですよね。政党の応援、政治的中立性といえばということで、はい、辺野古基地の話します。辺野古事故が問う中立と安全ということで、日本経済新聞がですね、珍しく非常に、中立的な、評論を出しました。これ皆さん無料で読めるんで読んでいただきたいと思います。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中の同志社国際高校の生徒らが死亡した事故で、文部科学省が学校法人同志社に是正を求める行政指導に踏み切りました。研修旅行の内容は学校の政治的中立性を欠いた活動を禁じる教育基本法に違反すると認定しました。違反の認定は1947年の同法制定以来初めてとみられる。先例がなかったのは国が教育現場への介入に慎重だったからであろう。長年の姿勢を今回転換する必要があったのか、これは疑問が多いと。はい。だから私はそのヘリ協会に関しては正直責任取って解散してほしいと思ってるぐらいなので、この事故に関して一切擁護する気にはなりませんが、違法認定の根拠とされた教育基本法14条が中立性の確保と同時に政治的教養の尊重を求めてるんですよ。で、生きた政治を扱いつつ異なる立場の間の対話の可能性をいかに担保していくかというのは、事故が教育現場に投げかけた重い課題であろう。そして学習内容の不備と安全性の欠如は切り分けて評価する視点が必要であると、いうことでですね、いくらなんでも教育基本法違反はないでしょう。で、なんで教育基本法違反って言えないのかっていうと、実際の条文をですね、右翼の人たちちゃんと読んでないと思うんですけれども、ですね、この教育行政に関していろいろ規定したところがですね、法に触れているみたいなところがあるんで、14条なんですよ。良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されねばならない。法律に定める学校は特定政党を支持し、またはそれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならないと。だから特定政党を支持して、逆に言うと自民党党大会に出て歌を歌いましょうみたいな話でなければ、特定の政党を支持するものとしては認められないわけですから、この14条2項違反にはならないはずなんですよ。でも文科省はですね、先日報道があったのでね、見ている方は言ってらっしゃると思うんですけれども、なんかいろんな、なんか2015年にそういうことやっちゃいけないみたいな通達を出したはずだみたいな、こねこねしたですね、拡大解釈をして、今回のですね、辺野古でやってた、同志社高校の教育というのは、著しくこの14条2項に反する違法な教育であったというふうに、言ってるわけなんですよね。はい。違法じゃないと思いますよ。偏ってますよ。座り込みのことまでね、修要理には書いてたっていうような話が出ているので、それが事実だとすれば極めて偏った教育だったとは思います。それは事実ですけど、籠池さんのこと許しておいてね、これが許されないってどういうことなんですかという話ではあるし、単に偏った教育というだけでは特定の政党を支持していることにはならないと思います。はい。ということでですねだからね、辺野古の人たちが立たされている立場とかに少しは想像力を働かせてほしいなと思うんですけど、だから日経新聞でさえ苦言を呈するレベルで無理くりなですねことを文科省は主張して、文科省の例の松本は主張してるわけなんですよ。なんですけど、皆さんね、右翼の皆さんはですね、辺野古であんなことするのはね、人殺しだみたいな感じでですね、なんとかしてデニー知事を引きずり下ろそうと大合唱しているのが現状でございます。なんですが、ですね、琉球新報は、なんかこのタイミングで大ニュースを出してきまして、教科書官邸でチェック、下村博文元官房副長官が発言を認める沖縄戦集団自決軍名削除、検定介入は否定ということで、これね、私もね、いよいよさすがにね、読まなきゃダメだなと思って購入して読んだんですけど、驚きのね、これ沖縄、琉球新報のスクープですね。
2006年度の高校歴史教科書検定で沖縄戦での集団自決への日本軍の強制に関する記述が勝手に削除修正された問題をめぐり、安倍政権で官房副長官になった、朝鮮学校のね、高校のね無償化とかを阻止したとも一人とも言われる下村博文という人がいるんですけど、歴史教科書を官邸でチェックするという趣旨の発言をしていたことが分かりました。でこれなんで分かったかっていうと、当時の教科書調査官だった照沼さんっていう人が著書で、発端は安倍晋三内閣の発足であり、その時に検閲みたいなことをされたという記述があったんですね。なので、琉球新報がこれは事実なんですかって下村博文に直接聞いたんですけれども、そしたら下村さんが、一人の政治家として発言したものであり官邸として介入してはいないみたいなことを言ったらしいんですよね。いや介入してるじゃんって、お前が発言したって認めたんやんっていう話なんですけど、下村さんが思ったより正直だったので、こういったことになったということです。はい。いやー、だから集団自決を勝手に削除したんですよ、下村博文の一存で。それが事実だとしたらですよ。いや事実だと思うんだけど、そんなことまでしておいて、今更だから沖縄のね教育の中立性、沖縄左翼教育をしてるみたいな、反日教育をしてるんだみたいなことを文科省は言ってるわけですよ。すごい話だと思いません？どの口が言うねんっていう問題だと思うんですけどね。でも沖縄ってずっとこういうことやられてるわけですよね。だから国にとって都合の悪いことは教えないと、ですね、教科書を勝手に書き換えるみたいなことをされていて、でもそれでもなお、ですね、歴史を勉強して今の政権を批判している人たちが基地とかに反対してきたわけなんで、はい、その事実を無視してですね、辺野古基地の話をできないんじゃないかなと思います。政府自民党に反対してるから違法だって言ってそこまで言ったら完全にファシズムですよね。中立性だって放送法と同じでカリキュラム全体を加味して判断するものだし、そもそも教育現場にその判断を委ねてるんじゃないでしょうかね。そうですよ。教育現場に判断を委ねてるからこそ中立性っていうのが問題になるわけですよね。はい。確かに今回のね、事故はね、もちろん論外ですし、同志社高校とね、責任取れとは思います。事故の責任は取ってほしいと思いますけれども、それとこれとはまた話が違うわけですよね。歴史改ざんだし、ね、沖縄の歴史を勝手に歪めてるし、だから検閲ですよね、これ。こんなことしてる文科省に中立性がどうこうとか言われたくないですよ。だから都合の悪い記述は消してるわけでしょ。そう。だから沖縄戦を経験した人たちへの中傷でもありますし、非植民地の歴史を透明化することがどれだけ危険なことが分かってるから、あえてやってるんじゃないかと思いますよね。はい。で、関連でですね、教育が軍国少女を生んだ96歳の尾長靖子さん、首里周辺の沖縄戦跡巡り命守る教育訴えということで、これも素晴らしい記事なのでですね、ぜひとも、バイラルしてたので、読んでほしいのですが、読める人はね、読んでほしいのですが、この方はですね、96歳なんですけれども、当時ですね、15歳の時に、戦争を経験し、その戦争体験をずっと語り継いでいる語り部の方です。当時の、日本軍の隊員は手榴弾で夜切り込みに行き、その数は徐々に減っていった。米国と戦う武器もない、戦をまともにやることはできなかった。日本軍が首里を放棄し南部に撤退後も、尾長さんという方が所属してた長岡隊は最後まで残るよう命令され、尾長さんらは、安国寺の壕にとどまったと。ですね、米国が戦車砲や、ダイナマイトで激しい攻撃を受けた惨状を語った尾長さん。天皇を崇め戦争を美化する教育が自らを軍国少女にしてしまったと鑑みた。日本は教育を間違えれば正さなければならない。平和教育の原点は軍隊は住民の命を守らないということであり、政治の動きに関心を持って命を守り抜きましょうと、語ったということで、だからさ、沖縄の人たちは守られなかったんですよ、日本軍に。だからその事実を何だと思ってんのって、80年前の話でしょって。当然ね、知ってれば、だから安易にですね、辺野古の反対派は左翼みたいなこと言えないと思うんですけど、やっぱりもうこういうことをね、勉強してる人がね、都市も村みたいな人のせいで少なくなってしまってるのかなと思います。はい。どんな過ちを過去だろうとね、なかったことには絶対できないですからね。そう、だから平気で、だから国は見捨てたわけじゃないですか、沖縄の人たちを。で、その罪を未だに清算してるとは言い難い状況なわけですよね。なのに平和教育やめろとか言うのっていう。
で、まあ、デニーさんコメント出してて、まあ、これもすげえ叩かれてるんですけど、幅広く考え、話し合うプログラムをということで、なんかね、批判的な記者が、ノートでね、辺野古基地の転覆事故で亡くなった高校生の遺族が、まあ、ずっとですね、デニーさんとかに批判的な内容を書いてるんで、まあ、それはしょうがないと思う。気持ち的にしょうがないと思うんですけど、もし沖縄県が辺野古への基地移設問題を高校生向けの平和教育の題材とするならばどうするのかという、いうことでですね、質問したところ、ですね、教育の基本的な部分を自分たちで学ぶことができるプログラムの検討が望ましいが、一時的には教育長権限なのでこの内容が良いとかこの内容が良くないということは県としては言えないというふうに言ったんですよ。でこれが誠実な回答じゃないですかね。言えないでしょう。だってどちらにしても偏るんだからで言ってんのになんかね、玉木はその自分のね責任を棚に上げて勝手なことを言ってるみたいなことをずっと言われてるんですけど、いやーなんとかしてね、日本共産党さんはね、いやさすがにまあ当事者でもあるし、デニーさんを擁護してくれてますけど、なんか他の政党をみんな及び腰に、あまりにもその右翼が強気なので及び腰になってるんですけれども、まあ、デニーさんを守らなきゃいけないと思います。明らかに文科省がやってることは不当なので、はい。ということでですね、まあこれで終わりにしてもいいんですけれどもまだねなんかごちゃごちゃ言ってるリベラル派の人がまたいるので、ちょっと取り上げたいと思うのですが、はい。言論カフェリベラルはなぜ嫌われているのかというのが31日にまたやったらしいんですけど、加減にせよっていう感じなんだけど、この内容がなんかすごかったらしいです。有料なので私は見てません。印象に残った発言を書き出します。本田先生や矢沖先生の周辺にいるリベラル人の同調圧力がすごいと思います。高市政権は難易度が高いところを適切に対応しており、個人的には70点で参政党に対する防波堤になっていると思います。台湾有事で自衛隊に死者が出ることに備えて会見や追悼の仕方を議論すべきです。参政党をヘイトとか LGBT の批判で見ると見誤っていると思います。常見氏の辺野古関連発言、例えば基地のデモに関して言うとお金払ってアルバイトが動員されてる説があるじゃないですか。あれは嘘だデマだって反論で一周されて、心ないデマを言うやつは許さないって言うじゃないですか。僕はどちらかといえば左派ですが、そこは本当に検証するべきだと思います。僕はデマを流してるって捉えられたら嫌だけど、沖縄に行ったら本当にやっぱりあれは動員されてるぞって話を居酒屋とかで聞いたことがあります。まあ信じられないかったんで、さすがに平八さんこれ話持ってねえかって、これ共産党の方なんですけど、常見さんがいくら嫌いだからって話持っちゃダメですよってちょっと思ったんですけど、なんか持ってなかったらしいですね。本当に言ったらしいです。いや、終わってますね、この人たち。今更辺野古デマの話してんのっていう。いやー、ちょっと信じられないですね。誰がこの人たちをリベラルだと呼んだのかという感じでございますが。まあ、こんな感じだから、みんなね、やっぱり、今回の件でですね、一斉にデニーさんを叩き出すし、誰も擁護しない、共産党さん以外誰も擁護しないんじゃないかなと思います。はい。被害者遺族の気持ちは理解するが、そもそも極右国家においての中立は明らかに中立ではない。そうですね。文科省は明らかに中立的な立場では発言してないのでね、それは遺族に寄り添っているというポーズだけだと思います。何様なんだろう、こんなひどくて美しくない国って。いやしかし本当にひどいですね。たださすがにこれの発言に対してですね、まあ平八さんが明かしたからだけど非難が殺到して常見さんは謝罪しました。まあ謝ってるのはまあいいんだけど、まあ伝聞をね言ってしまって申し訳ない。しかしまあ私はそのなんていうか広金健二は良くないことを言ったと思うけど、まあ当時からなんて言うんでしょう、あんまりそういう噂があるっていうことは知ってたのでうんたらかんたらみたいなことを言っております。まあ謝罪したのは立派だと思いますけど、当時の経緯とか何も覚えてないんですかね、常見先生は。東京メトロポリタンテレビジョンニュース女子沖縄問題の特集に関する意見、2017年12月放送倫理検証委員会は、東京 MX ニュース女子が2017年1月2日に放送した沖縄基地問題の特集を審議してきたが、この時にですね抗議活動を行う側に対する取材を欠如した上で、日当という表現の裏付けの確認をしなかったということで、だから裁判で敗訴してるんですよね。はい。新菅さんが原告ですよね。
こんなの常識だと思ってたんですけど、はい。漫画島工作シリーズ、これ以前のカラスマラジオでも取り上げたことがありますが、辺野古基地講義は日東で雇われてしまっていたと、掲載して、作者の広金健二さんっていう人が誹謗中傷的なことを書いたわけですけど、確認の取れていない伝聞だったと謝罪して、描写はですね、漫画の描写が書き換えられたそうです。はい。だから日東デマってずっとこの右翼の人、一部の極右の人たちが10年ぐらい前からこすってるネタなんですよ。そのこと知らなかったのっていう。ちょっと信じられないですね。言論人として10年間何やってたんでしょうね。はい。よくわからないですが、リベラルって嫌われてるんですか？私はこの人の挙と明らかです。いや、左派っていうのはね、日頃というか、どんな社会でも一定嫌われてるもんだと思いますよ。一定嫌われてるもんだとは思うんですけど、その理由みたいなのをね、考えるみたいなのがおかしいんですよ。反体制なんだから、それ嫌われるに決まってるじゃないですか。体制側からは叩かれる立場なんですよ。でもこの人たちは反体制だって見られたくないから、こういう風になってんじゃないですかね。いやー、さすがにね、今回についてはわざと言ったわけではないっぽいですけどね。でも普段からやっぱりどういう発言をどういうだから沖縄に対する見方をしてるのかっていうのがポロッと出ちゃったんじゃないですかね。島工作を辺野古でも漫画に書いてましたよね。なんかそれがオルタナティブファクトっていうか現実みたいな認識なんでしょうね。本国仕草ですね。謝罪するなら今後はしっかり辺野古基地反対に回り、沖縄の自治のために論壇で戦っていただきたいものですね。はい。無理だと思うけど。だからね、結局だから政権と戦う姿勢がないからこういう風になるし、平気でこういうね、使い古されたデマみたいなのを流すわけじゃないですか。で、中立、自分が一番中立的じゃないくせに中立性みたいなこと言うのも本当にやめた方がいいと思います。ダブスタにも程がありますよね。はい。ということで、辺野古の話でございました。ちょっとね、またこういうこと言うと偏ってるとか言われるのかもしれませんけれども、本土のね、人たちは沖縄の状況に対して責任があるんですから、そのことにちゃんと真摯に向き合わなきゃいけないと思います。今回の事故の件だって、確かに左翼全般に責任があるとは思います。でもそれは右翼の人たちが言う、なんかね、反対運動が悪いとかそういう次元の問題じゃなくて、沖縄に対してね、基地問題に対して誠実な解決を図ってこれなかったっていうところの問題だと思います。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ということでですね、皆さん大体、デマとかね、嘘とか続けるのはね、気楽なもんですね、ということで言っていただいてると思うんですけど、最後のまとめとしてですね、高市さんよ永遠の嘘をついてくれということで、日本のヘイトとか歴史修正主義の話をちょっとしたいと思います。先日、入管法がまた改悪されてしまいました。はい。5月29日に在留審査に関わる手数料の大幅引き上げなどを盛り込んだ入管法改悪案が国会で可決成立したことを向け、移住連さんが声明を出しました。在留審査に関わる手数料の大幅引き上げなどを盛り込んだ入管法改悪案が国会で可決してしまいました。更新変更ビザについては手数料が10倍、永住許可については30倍に引き上げられることになりました。30倍ってさ、とんでもない金額ですよね。だからもともと決して別に安いわけじゃなかったんですけれども、そういったね、外国籍の人だけをいじめるようなことをやっていいのかという疑問や指摘に国会はまともに答えず、本法案にはこれほど大幅な負担増を正当化するだけの十分な必要性も相当性も認めないと、要は入管のやってるですね、外国人ゼロプランみたいな差別政策、排外主義政策を肯定するためだけのものであったと、自身と直接関係のない
ない施策の費用や難民条約国の義務として、日本が負っている難民認定にかかる費用を日本国籍がないというだけの理由で手数料という名目でさらに負担しなければいけないのか、本法案によってそれまで外国籍者が日本で築いていた生活を奪ったり家族の分離を招いたり迫害の恐れのある国に帰らなきゃいけないことを事実上強いることにならないのか、政府からは何ら説得的な説明は一切ありませんでしたと。入管法の改悪はずっとこうなんですけれども、はい。だからなんでその国から追い出さなきゃいけないのかっていうところをそもそもね、外国人だから国から追い出すのだみたいなことしか言わないわけですよ。彼らは排外主義者なので。はい。生きることが否定されている、強制送還がもたらす命と尊厳の搾取ということで、地平社さんの記事ですけど、こちらもよかったらぜひ読んでください。基本的にだからアイスもそうだけども、入管が不法滞在だとかなんだとか言ってターゲットにしてる人たちって日本人なんですよ。私は日本人っていろんな定義があると思ってますけれども、日本で生まれ育った人は日本人だと思ってるので、感情的に帰れないとか、かわいそうだみたいなことを言ってるんではないんです。そもそも子供たちに帰る故郷はありません。子供たちはみんな日本で生まれ、日本で育ち、日本から出たことはありません。日本で生きることに何の疑いも抱いていません。それに両親の出身国が異なるため、それぞれが出身国に送還されると家族は引き離されることになってしまいます。日本で生まれ育ったことがまるで犯罪であるかのように言われ、自分の生命そのものを否定されていると。だから、アメリカでさえそうなんだけども、アメリカに生まれ育ったらアメリカ人なわけですよ。当たり前じゃないですか。ね、出生地主義だから、でも日本は血統主義なんで、それ自体が不当なんだけど、だし差別なんだけど、外国籍のね、子供だったら外国籍なわけですよ。いや、1億歩譲ってそれがしょうがないことだとしても、日本で生まれ育ってて、日本語しか喋れなくて、日本人なのに、なんか他の国に出てけみたいなこと言うのってね、意味がわからないですよね。カフカ的だと思います、本当に。だから故郷が日本である人に対して、国に帰れみたいなことを言ってるわけですよね。はい。意味がわからないなと私は何度考えてもよくわからないですね。だから日本人というものの定義が違うんだろうなと思います。日本人ファーストとか言ってる人のを見た時にも感じたことですけど、はい。米軍に何も言わない国者は信用できない。あれこそね、外国人犯罪者集団みたいな感じですからね。もちろん犯罪を犯さない人も多いけど、早く政権交代した上で全てを撤回させた上で人権保護を徹底させてほしいです。以前の配信でもこれは租税に関する憲法の条文に背いたものではないか。はい。その指摘も伊集院さん指摘とさださってるんですけど、すいません、変わっちゃった。はい。そうですね。要は、外国の人たちに対する管理手数料みたいなものを、ビザの更新手数料とか永住費用として取ろうとしているので、それはね、不当な課税に当たるわけですよ。だって関係ないじゃないですか。他の人のね、手数料とか。だから外国籍だというだけで負担する言われが何もないわけですよね。日本国の責任であるわけですから、日本にいて課税してる人、それは外国籍も日本国籍も関係なく、負担しなければならない費用なのに、なぜかその外国籍のと言われる人たちにだけ負担させようとしてるわけですよね。それは違憲です。はい。でも裁判もそれを待ってる時間はないですからね。はい。で、関連して、クルドヘイトを批判したら中傷殺害予告が殺到、叩きやすい人とマイノリティが標的に選ばれたということで、これも東京新聞さんがずっと報じてくれてますけど、激化するクルド人へのヘイトに対して差別は許されないと指摘する弁護士や地方議員らが誹謗中傷の標的になっています。在日コリアンや女性ら社会的に弱い立場にある人、弱い立場に追いやられている人が叩かれるという、むき出しになった二重差別があるということでですね。だからクルド人排斥を主張するデモの差し止めを求める弁護団のメンバーの方はもう在日コリアンだったりするわけですの方もいるわけですけれども、こういうことを言ったらですね、非常に小汚い誹謗中傷みたいなのに遭ってしまうと。で、会見に同席した諸岡靖子弁護士はみんな顔も名前も出たのに攻撃されたのはですね、キム・ヨンゴさんだけだと。同じことされてもマイノリティだけ叩かれているというのは二重の差別であるということで、当たり前の話ですよね。
とんでもないし、だから差別禁止法がね、ちゃんと整備されてない国だからこういうことが起きるわけですよね。だからレイシストだから、そのね、なんだろうね、差別に反対するのは外国人に違いないみたいな意味がわからんことを言うわけですよ。だから、つうことは日本の人だ、あなたがもう日本人という存在だったら差別主義者だってことっていう、まあ実際その通りだと思うんですけど、で、中でもですね、まあ注目されているのは、クルド人差別は許さないと訴えて、2月の埼玉県川口市議補選で初当選した岡本さゆりさんなんですけれども、5月中に誘拐して、まあ殺害するなどといった殺害予告をメールで受け、岡本氏によるとメールは川口市のホームページに送られ、市役所を爆破するなどとも伝えられたという。なんでこの犯人逮捕されねえのっていうふうに思うんですけど、まあなんでかですね、捕まってないらしいです。はい。ですのでですね、岡本さゆり川口市議会議員でございますが、ですね、まあ今川口市はですね、なんか窓口に入管職員を置くとかなんかいろいろとんでもねえことをやっているんですけれども、市議会にはこういう方もいます。議員に対する不当な圧力ハラスメントに抗議します。川口市議会の奥富誠一というですね、ずっと、クルド差別を先導してきた、レイシストの自民党員の人がいるんですけど、私の SNS 発信を理由とした懲罰等執行の申し入れ書が議長に提出されましたと。またこういう手段を使うのかって、なんかレイシストの人って必ずそういう差別に反対みたいなことをする人を懲罰しようとするんですけど、地方自治法上、議場外での表現活動や政治的論評が議会での懲罰対象とならないことは法規上も判例上も明白であり、今回の件は懲罰の要件を一切満たしていない。おととい来やがれということですね。はい。まあ、ただのハラスメントだと思いますし、まあ女性議員だからってやっぱりこうやって強気に出るっていうところもあると思うんですよね。はい。とんでもねえ話だと思いますし、というか奥富こそ即座に辞職すべきだと思うんですけれども、はい。だからな、川口市議もね、川口市もなんとかしてほしいですね。本当なんか今だとレイシスト側の力の方が強いように見えるので、非常に岡本さんが心配なんですけど、まあ今後も応援していきたいと思います。はい。全く道理が逆転してますよね。なんか差別に反対するとこういう目に遭うみたいなんですね。なんか見せしめですよね。はい。外国の方への暴力を振るう存在を常駐させるとか、いじめ被害者と加害者を積極的に合わせたりするので一緒やんっていうですね。はい。だから川口市ではね、埼玉県警が、まあ、ヘイトスピーカーの人とかね、河合祐介とかをバボって更新してたりとか、そういう光景も見られたわけですけど、はい。ひどいですよね、本当に。法治国家って何っていう感じだと思います。ヘイトスピーチは今でも一応違法行為なんですけどね。はい。ちょっとヘイトポストなのですいません、注意ですが、黒猫ドラ猫さんはね、ウォッチャーの方なのでヘイターではありません。都内の移民政策反対デモ行進が200人弱、先日31日にこれがありました。芝公園では証拠はないが外国人に神社が燃やされている、移民が来たら日本人全員が殺されるなどの演説があり、ショート動画ばかり見てないで岩波新書でも読めという抗議者の声に対し、反日外国人を叩き出せみたいな差別的な発言があったそうです。はい。いやー、なんかな、こういう人もっと減るかなと思って、まあ今回ね、だいぶ勢いは弱まってたらしいんですよ。まあ高市政権で満足してるのが、それともさすがにナフサ不足でそれどころじゃないと気づき始めたのか知らないですけど、後者であってほしいなと思いますけど、なんかワンワールドデスカルトみたいなプラカードを掲げた人がいたりとか、なんか相変わらずな様子だったようです。はい。ですね。成人向け作品に出てたって、いや、それなんか20、30、40に差別ですよね。女性差別ではあるし、だから、そういうね、職業の人への差別ではあるしっていう、なんかとんでもねえ話だと思いますね。大正の、大震災の時にデモを流して朝鮮の人をいじめた時から何も変わっちゃいないですね。はい。隣人や近所の方々と付き合っていくのは我々住民だと思うので、日常的なヘイトを許さず立ち向かいたいと思いました。ここまで来ると知るということでどうにかなるものでもないと思います。はい。ヘイトスピーチに対する規制が必要です。はい。まあこういう人たちが31日とかにも大暴れしてたので、まあいろんな人たちがね、ネットでレスバしてたわけなんですけど、この人そういう側の人なので注意なんですが、僕は積極的にネトウヨと言ってお前を攻撃してやるぞというオタクデモの高橋さんなんですけど、まあいつもこういう主張の方なので別にこれはね問題ないポストだと思うんですけど、じゃあネット右翼の詠唱別名を教えてやるよマジョリティさというですね、はい、正体見たりっていう感じですね自分で言っちゃうんだそれっていう。
まあなんかですね、パヨクという暗黒面に落ちた人を一人でも多く救うという、立派ななんか目標を抱えていらっしゃる方なんですけれども、いや、これでも、この方はね、本当勝ち誇った論破してやったぜみたいな感じだと思うんですよ。でもまさにこれじゃないですか。マジョリティじゃないですか、この人たちの正体って。だから私だってマジョリティってまあ言った方がいいのかなと思うんですよ。まあマジョリティっていうか正確にはマジョリティとしての優越意識に浸っている人たちですよね。はい。って呼んでもまあいいのかなというふうに思うんですけれども、まあでも言っても気づかないんでしょうね、こういう人たちは。はい。泥沼に引きずり込むの間違いではないでしょうか。この間人権侵害デモが再びあったことでカウンターの方々の動画やレポートが上がってきていますが、デモ参加者が明確に男性の方が以外を攻撃しており、相変わらず守るという言葉を軽く使用しておりますねというですね。そうですね。なんかやっぱりもうゴリゴリ男尊女卑のね、人たちだと思うので、そういう右翼の人たちはね、よくわかってるじゃないですか。マジョリティは被害者面が得意だなというですね、権威からお墨付きを得たいんでしょうか。ですね。神社は燃えやすいからいずれ起きたことですというですね。ただですね、まあこういう人たちに人気のポストがちょっとバズっていたので、あれしたいんですけど、ちょっと閲覧注意なのですが、戦争というのは階級のリセットボタンなんですよということで、まあこの引用されているポストは別にそういうそのなんか極端な思想の人ではないので、自分の聞いた体験談として、まあ東京大空襲で更地になった場所にいち早く家を建てたけど本当の土地の持ち主じゃないよっつって盗難されちゃったよみたいな、ちょっと悲惨なね戦争体験談の話だったんですけど、まあだから戦争というのはですね、階級をリセットして金持ちから弱者に対してですね、資源の再配分が行われる格差が縮まるんだみたいな、ことを言ってて、これが630万回ぐらいバイラルしてるんですけど、いやー、ついにこういう論調で戦争を肯定しだすやつが現れたかっていう、まあなんか X も末期的な感じですね。まあ、はい。反論ですけど、負けた場合、中流以下がガラガラポンされるだけで、負けても上流は損はならないです。ホタルの墓っていうアニメはちゃんと見てますよね、ということですね。はい。ホタルの墓のラストシーンですね。皆さん見たことありますよね、これ。で上流階級の子女たちは普通に生き残った人たちも多かったんですよ。歴史的事実じゃないですか。ちなみに宮崎駿さんという人はこれすら批判しています。14艦の艦長の息子である主人公が餓死することはありえません。軍人は絶対に身内同士で助け合うのです。結局死ぬのは貧乏人だけですと。はい。まあそんなもんでしょう。というかですね、貧しい人たちとか中流の人たちが総崩れになったという意味では確かにその階級がリセットされたというのは正しいですよ。それは否定しないし、まあ戦争で格差縮まったのは事実なんで、それは事実なんですけれども、この人が思ってるようなことが起きたわけではないんですよね。上流階級とか特権階級の人は生き残ったんですよ。はい。つうことでですね。これはただの結果論じゃないでしょうか。天皇制があって財閥もほぼほぼ残ってるのにリセットって、だからリセットなんかされてないんですよね。階級闘争したいならもっと労働者運動しろよというですね。いや、本当になんかね、労働者運動したくなくて、なんかガラガラポンで全部リセットみたいなこと言い出すのはね、本当に末期的というか、グレートリセットっていうやつなので、危険な思想だと思います。人権を使って金儲けする国家を破壊すべきです。リセットボタンって一体どれほどの数の弱い人々が無残に命を奪われたと思っているのかと。宮崎駿さんはその上流階級出身なんですよね。まあそうですね。彼はエリートですからね。リセットボタンいくらなんでも歴史認識がめちゃくちゃすぎますね。X では戦争を肯定的に語るとチヤホヤされます。開始早々電話で離脱しちゃってました。本気でリセットだと覚えてしまった人たち、今まで権力の何を見てたんでしょうか。ですね。そう、このもう一層やっぱり綺麗にしようみたいな感じは危険すぎますよね。絶対解決にならないので、はい。まあ自分さえ良ければいいと思ってた人たちがね、結局自分だけは巻き込まれたくないけれども、なんかそういうリセットが起きればいいなみたいなことを覚え始めた結果は、ついにここまで来てしまったわけですからね。まあこれが中流プロレタリアとか言ってるのがちょっとあれなんですけど皮肉か。はい。まあ他にもですね、歴史的な事実から突っ込んでる人がいます。
まあこの人右翼の人なんですけど、ある意味クーデターであった明治維新から始まり戦争を主導し330万の国民の命を犠牲にし中国含む東南アジアに甚大な被害を受かれ原発2発を落とされるまで若者に特攻を促し本来なら裁かれるべき永久戦犯なのに CIA の工作で釈放された満州族の残党のことですか。なんでこいつらが政府の上の方にいるんでしょうかっていうですね。はい。まあですね、この3人有名ですけど、まあ、岸信介、児玉義雄、笹川良一ですね。ですね。まあ、この3人がですね、永久戦犯であったにもかかわらず、裁かれず生き残ったっていうのが歴史的事実ですので、はい。まあ、これだけでもね、上流階級はみんな捕まったとか死刑になったっていうのの反証にはなると思います。アメリカに魂を売った人は生き残りました。そう。自分も含めて労働者であることはそうですね。自覚しなきゃいけないです。我々も所詮弱い側だから、戦争になったらみんな死んじゃうので、やっぱりそういうのを求めちゃいけないと思いますね。で、他にもですね、麻生グループという人たちが躍進したのはむしろ終戦の直後でした。麻生家に娘が嫁いだ第一次吉田茂内閣の石炭増産政策で多額の金が麻生炭鉱に流れ込み、山乗り液を吉田の政治資金に提供して中央に食い込むことに成功した。三代目当主の、多賀義は、多賀吉氏だっけ名前を忘れた麻生太郎の父親です。財界人にとって吉田茂の窓口的な存在でしたと、いうことでですね。はい。まあ言うまでもないんだけど、だからね、吉田茂の血族だから麻生太郎ってあれだけ成り上がった人なんで、で麻生グループが戦前戦後にこういうことやってたこともなんかもう忘れられてますよね。だから今でもあの人いるのにね、そうだから日本を極右化したのはやっぱりこういう人たちの罪を忘れたからじゃないかと思いますよ。だから本来ならね、皇族どころか政治家やってちゃいけない人なんですけど、まあ、麻生さんといえばですね、なんか、今天皇の外戚になろうとして躍起になっているわけですけど、NHK 討論で日大名誉教授の桃地明さんという人が憲法の世襲は男系を指すのが歴代内閣の見解だと言ったみたいですが、全くの誤りです。小泉内閣でも安倍晋三元官房長官が男系女系両方がこの憲法においては含まれるわけでありますと政府の立場を表明しています。なんで憲法学者がデタラメをテレビで言うんでしょうねっていう。私は天皇制廃止論者なんで、別に男系女系がどっちが正しいみたいな議論は別にする気はないんですけれども、どちらも正しくないのでね、とんでもねえ話ですよね。まあ、桃地明って日本会議とかとも関係が非常に深い人なんですけれども、そいつが NHK の日曜討論にこの前出てきたですね、男系皇室論をですね、高々と言って、まあ、皇室改革をしましょうみたいなことをぶちまいていたらしいです。はい。麻生太郎が天皇の親戚になるんですかね、今度は。ですね。権力に服従していれば自分が安全でいられるなんてそんなことはないです。結局こういうね、だから権力の本当の身内の人たちしか生き残らないですからね。みんなね、死んじゃうので、はい。大抵の人は死んでしまうのでね。はい。わかりやすい写真ですよね。本当にね。天皇制廃止すれば一発で解決ですという。天皇制廃止のみが唯一の目指す道です。やはり天皇制を廃止に限るということでね、カラスマラジオはみんな一致団結してくれて嬉しいです。はい。そして、極めつけのすいません、予告してなかったけど、ヘイトポスト。日本が大東亜戦争を戦わなかったから、今頃アジアは全部植民地だったって本当は分かってたんじゃないのかと。いやーなんか久々に見ましたね。コバってすいません。別詞表現なんですけど、小林義則支持者ですね。未だにいるんだ、こういう人っていう。まあ、だから日本がですね、太平洋戦争を戦ったことで、フィリピンとかが独立できたよって感謝しろよみたいな、ことを言っていてですね。まあ、ただこれね、世界中から非難されています。日本人が韓国人に対して、これ、ヘイト側かごめんなさい。日本人が韓国人に対して漢字を使わないのかと言っているのは歴史の一次資料に庶民が当たれないと言っているからです。歴史を知らない民族に未来はないという言葉がありますが、自分の歴史を理解できないのは大丈夫かと言っているんですよ。はっはっはみたいな、ことを言ってるんですけど、いや、植民地支配しておいて、このですね、韓国の人たちがだから心配して、日本どうなってんのみたいなポストをいろいろしてくれてるんですけど、それに対してこの反論。いや、漢字だろうがなんだろうか、歴史を知らない民族に未来はないっていう言葉を日本人が韓国人に言うなんてめちゃめちゃ困惑します。まず韓国人の中でその有名な言葉を知らない人はほとんどいないと思います。なんでほとんどいないかっていうのは、まあ、ググれば一発でわかるんですけど、その理由は日本が原因だと思いますよ。っていうですね。
いやー、これ本当に恥ずかしいですね。いや、別に冷笑したいとかじゃなくて、日本の人たち大体こういうレベルだから、だと思うから、もう共感性周知なんですけれども、歴史を忘れた民族に未来はないって、だから韓国の独立運動家の人の名言なんですよ。日本のしかもこういう右翼の人がさ、韓国の当事者に向かって言う言葉ではない。でもそういうことも、まあこういうこともそうですけれども、もう歴史観が根幹から間違ってるから平然とこういうこと言っちゃうのって、まあイスラエルの右翼とあんまり変わらないですよね。はい。ということでですね、大東亜戦争とか二度と言うなっていう。だから本当ね、何度もデマが繰り返されてるんですよね。西洋帝国主義が日程に変わっただけで何ら影響すらないです。パタナリズムたっぷりの気持ち悪い言説ですね。皇族と呼ばれる人の中の秋篠宮はかなり権力を欲しているのではないかと、まあいろいろ言われてますよね、彼もね。いやでももう誰がどうだろうと、やっぱり麻生太郎だけはないわ。日本からしか物事を見られない人がハングルを批判してる。この場で言いにくいですが、私は天皇制賛成です。前例的に私もそうから、今すぐで否定するってなると憲法改正しなきゃいけないんでね、それは無理なので、今すぐ全部なくせとは言ってないです。はい。まあ愛子さんでいいと思いますよ。継続するならね。歴史修正主義者が多すぎますね。はい。そして、まあ、すいません。極めつけのヘイトポストなんですが、これですね。歴史を知っていても歴史のない民族には明日はないということです。米国民主党が日本で戦後続けてきた破壊活動なのです。まず、日本は敗戦国という事実はありません。日本は第二次世界大戦の終戦まで戦い抜いています。ポツダム宣言にも日本人の繁栄を約束すると明確に書かれています。歴史改ざんです。歴史改ざんをしてんだ。お前だろって。まあこれはさすがにですね、まあソース感を食らっていて、この人、なんかもしかして平行宇宙からタイムスリップしてきたのみたいなですね。すげえっていう。日本が敗戦国という事実さえ否定し始めたという。まあなかなか歴史修正主義者としてはね、だいぶ気合の入った人だと思います。いやー、でもなんかこういうポストが平然と平然と投稿されてるのすごい空間だなと思いますね。いや、パラレルワールドですよね。勝ち組かっていうですね。確かに戦争体験しないで生き残ってるんだったら勝ち組かもしれないですね。高い城の男。はい。すいません。霊障嘲笑したいのではないですよ。でもさすがにここまで歴史観が違うと話通じなさすぎだし、やっぱり日本人として恥ずかしいし、なんか経然とこういうポストをですね、外国籍の人に、さっきの人に向かって言ってるのはね、本当日本の恥だと思いますね。はい。いや、平行世界とかしか思えなくなってきた。愛国者はなぜ女性天皇に反対するのか。本気で言ってるのかな。どこからそう思い込んでるんだろうと。まあ、買い言葉に売り言葉で言ったのかもしれないですけどね。こういうやつを通報しても、まあ、X 君は全く取り締まる気ないですからね。まず日本が敗戦国という事実はありません。すげえな。こんなやつまで現れた。負けてもないのになぜ連合国に無条件降伏したんでしょう。負けてもないのになぜアメリカに占領されたんでしょうか。はい。まともな知識層こそ戦争に反対して国から財産も地位も取り上げられたという歴史があります。かつ農地改革も良識ある富裕層だけがそもそも現金を持たない庶民にもともとただ当然で貸していた土地や家屋もそのまま渡して財産を剥ぎ取られたという事例がありました。戦争は悪徳な富裕層や権力者だけがますます富を超え増やしたが正解かと。まあこれ全部が全部そうだというわけではないでしょうけども、やっぱ麻生財閥のこととか考えると当たってると思うんですよね。つまりフラットな階級リセットではないどころか、戦争は金のためにたくさんの命を売り飛ばし、運よく生き残った国民も全身、身ぐるみ剥がされ極貧になるが、唯一の例外としてごく一部の倫理観のない極悪人の権力者たち、まあ例えば天皇ですよね、だけが、富を貪り貪るという考えうる限り最悪の国の改悪となったということですね。はい。まあだからね、GHQ がたまたまあんな憲法をね、ポゲーンとプレゼントしてくれたのはね、ほんとラッキーだったとしか言いようがないですよ。なんかね、右翼の人たちは押し付け憲法だとかなんだとか言ってますけど、めったにないぞ。本当に、多分もう、1000年に一度の幸運だと私は思っているんで、まあ、日本国憲法の全てが正しいとはもちろん思ってないですけれども、はい、天皇上皇とかね、いろんなとこにはいろいろ納得いってないので、GHQ があくまで日本を利用するために作ったものなのは事実ですけど、普通は平和になんかならないんですよ。ずっと内戦とかしてなきゃいけなくなるんですよ。韓国みたいにね。
はい。でも本当たまたまラッキーだったとしか言いようがないと思います。100万回繰り返し言われているといつの間にか押し返されたりするので怖いですね。いや、ほんと怖いですよ。だから東西線でデマを大量に流してるのとつながってますよね。ベアテ・シロタ・ゴードンさんに最大限の感謝をしたいですね。いや、ほんとね、彼女いるのといないのとって歴史変わってましたからね。本当に。はい。もちろん日本側の努力もあったとは思いますけどね。そして僕は虐待が専門だったんですけど、大学時代に学べば学ぶほど、これは日本はかつて戦争経験者に戦争がもたらした悪影響を深く浴びて、政治が人権平和最重視に変わらないことは増える一方じゃないかと思いました。虐待って世代間連鎖なので、突き詰めると戦争経験者の生き残りが PTSD で家族を殴ったパターンが多いということを見ましたということで、はい、これは事実です。ないものとされた心の傷、現在も続く過酷な現実ということで、これ5月31日にですね、毎日新聞が出してくれてるんですけど、なんか毎日本当こういう記事はいいんですよね。全部が全部いいというわけではないけど、戦場が誠実な光景を目当たりにし、加害した罪の意識に苛まれた旧日本軍の兵士たち、復員後ある者は心を塞ぎ、ある者は酒に浸り、ある者は暴力に走った。心的外傷後ストレス障害 PTSD などの戦争トラウマについて国が2024年度に初の実態調査に乗り出すまでなぜ終戦から80年近くもかかったのか。それはですね、この兵隊さんたちにとって恥ずべきPTSD っていうのがね、心を病んでしまうというのは恥ずかしいことだということで言われてたんですよ。だから今だにね、なんだったっけ、なんとか巨人軍みたいなことを言ってる人がいますけれども、だから暴力を肯定する思想を克服できてないのって、多分戦争トラウマの影響相当強いんですよ。だから日本ってそういうのをちゃんと見つめ直してこなかったから、未だに克服されてないっていう歴史があるわけですよね。みんなちゃんと署名してください。はい。だから暴力を否定しなきゃいけないんだけど、暴力を否定するとこういうね、病人だとか戦争神経症みたいになって恥ずかしいっていう思いをさせられた人たちがいたわけですね。だから今のにつながる精神病に対するね、トラウマとかね、精神病に対するスティグマにつながる話だと思うんですけれども、だからそれを心の弱さとして否定するみたいなね、発想が間違っていると思います。はい。保守的憲法というのは正確ではないし、重原さんはね、相当頑張ってますからね。いろいろ本読んだ方はわかると思いますけど、不特定多数があらゆることを書いて物量次第で現実が書き換わってしまうのは SNS をメディアとして捉えてはいけない理由だと思いますね。はい。軍国主義を破壊しましょう。はい。そしてゴミを散乱しているとこの町が管理されていないんだと幹部の人は思うが、実際ゴミ箱を全然設置しないんだから管理してないだろう、何を寝ぼけたことを言ってるんだって。すいません、これおまけなんですが、先ほどから皆さん思ってると思うんですけど、要はこういうことをね、マスコミとかが言い続けると事実でないことが事実っていう風に伝わってしまうわけですよね。要はオルタナティブ現実が現れるわけですよ。で、これは、ひまそらあかねという人も同じでした。というか SNS で主にデマ、偽情報、ミスリード、プロパガンダを流す連中の多くはこれで、偽情報、プロパガンダ拡散者の行動様式になっている気がします。これ、三尾さんという方はね、トランプ主義について書いてるんですけど、トランプ主義の根本的原則として意図的にありえないほど明白な嘘をつき続けること、そしてそれを全ての人に対処させることを楽しんでいることを何度も思い知らされていますと。真面目な話、高市首相も少なくともコアな支持者に限って言えば嘘つきなのに人気があるのではなく、嘘つきだからこそ人気があるんだと思っている。ポピュリズム的政治リーダーの資質は事実を軽んじて見せることであり、現実をフィクションで塗り替えて見せることで支持者はそれによって気持ちよくなれると。高市さんもね、歴史修正主義者なわけですけど、こういったね、実際にあった歴史を見ずに、日本は敗戦してないとか、韓国人は歴史を知らないとか、大東亜戦争を戦わなかったら今頃アジアは植民地だったとか、こういう嘘の歴史をね、広めまくるっていうのは、現実を塗り替えようとする動きなわけですよね。だからオルタナティブファクトなんですよ。はい。で、これ参考にですね、皆さん、興味ある人は読んでほしいんですけど、これ2016年に書かれた、トランピズムについての、記事なんですけれども、要はなんでトランプがね、あんなに人気あるのかっていう話で、よく言われている話ではあるのですが、トランプはマジョリティ
と呼ばれるね、さっき自分の正体はねマジョリティだと言っていた人たちがいたわけですけれども、マジョリティの人たちの被害者意識とかをくすぐって、マイノリティの人たちを攻撃させるみたいな政治手法をずっと用いているわけですよね。例えばミドルネームに不正義を持つ、黒人大統領、あれも治っちゃった、黒人大統領ってオバマのことなんですけれども、アメリカのっていうかですね、トランプ派の人たちはみんなオバマをね人種差別的な攻撃をしてたわけですね。が、カッターを手に持っているのが見える。彼はあなたの味方ではなく黒人の人たちの味方です。彼らは黒人大統領であれあなたの大統領ではありません。そして、彼はですね苦労しているシングルマザーのあなたはどうやって、オバマのようにコロンビア大学とハーバード大学の、入学費用を払うことができるんでしょうか。もしかしたら秘密裏に何か政治的な動きがあるのかもしれない。そしてオバマ大統領とそのリベラルな支持者たちはあなたのお金を自助のために使っているのではないでしょうか。あなたは彼とリベラル派があなたを、本来のあるべき列に戻すために使用している、連邦政府のですね陰謀を止めたいと思っていますと。これディープステートとかの思想のちょっと翻訳がねガサくてあるんですけど、翻訳がねごちゃってて申し訳ないんですけど、ディープステート陰謀論とかの原型だと思うんですけど、当時からねトランプはこういうことを主張してたわけですよ。要は黒人の人たちがアファーマティブアクションとか差別是正措置を利用して本来白人のね貧しい人たちが受けるべきそういった福祉とかを横取りしていると。今日本のね外国人差別陰謀論でも繰り返しこういう話が用いられてるわけですけど、でも実際はそんなこと起きてないわけですよね。被害者意識を刺激してるだけなんですよ。だしそもそもトランプの自身がその貧しい人たちに支持されたっていうわけではなくて別に白人とかね比較的社会的にも地位が高いような人たちに支持されているわけで、だからですねやっぱりマジョリティの被害者意識をうまく刺激するっていうのがこの人たちの手法だっていうことですね。いや原宿はゴミ箱結構あるのになんでこんなに違うんでしょうね。そう嘘つきだからこそ人気が出るんですよ。こういうなんか人が気持ちよくなるようなマジョリティの心をくすぐる嘘をやっぱりついてくれるから人気があるっていうことなんですね。バンデアコークの PTSD 研究は70年代ですからね、戦争のような社会全体を巻き込んだ PTSD の放置容認は社会全体の暴力容認の空気感にもつながるので社会的悪影響を無視できませんということで、そうですね。安倍晋之助の事件も本当そういう典型的な事件の一つじゃないかと思います。ね、日本語の研究が読みたいという人は、ですね、東京大学の谷口さんという方が書いたポピュリストに対する基礎的分析っていう研究がありまして、これもね、ちょっと読んでみたんですけど、非常に面白かったので、興味ある人は見てみてください。はい。で、ポピュリストの人たちって意外なんですけど、だから先ほども言ったように、年収とかにですね、あんまりポピュリズム傾向って関係ないんですよ。私たち、リベラルの悪い癖でね、そういう人たちは、その収入が低いとか経済的に苦しんでるとか、悪意なく言っちゃうことがあるんだけど、それは差別的なんで言わない方がいいし、事実としてもそんなことはありません。むしろちょっと年収高かったり、ちょっと年収比率高い人たちを結構ポピュリストの人には多いんですよね。はい。なのでですね、経済的にはそんなねすごい苦境にあるとかそういったね事実はないんですけれども、何にすごく差があるかっていうと、自分たちのその被害者意識というか、やっぱり自己効力感とか自己認識の低さみたいなのには顕著な傾向がありまして、例えばですね、これからの年金とか、ポピュリスト思考の人と非ポピュリスト思考の人、ちょっとグラフの見方縦だったり分かりにくいんだけど、を比較してですね、例えばポピュリスト傾向の強い人とポピュリスト傾向の弱い人を比べて将来が良くなるかどうかとか年金制度がどうなるかどうかみたいなことについてみると、年金制度は良くならないと思うって答えた人が、私みたいな例えばポピュリストでないような傾向がある人は 27% しか、年金制度はね破綻すると思うみたいな回答をしなかったのに対して、ポピュリストではなんと 45% の人が年金制度は破綻するって回答したんですよ。でだから将来に対する見通しが非常に暗くてネガティブなんですね。あとはですね、
いろいろな、比較がなされてるんですけれども、だから、コミュニケーションや、自分や家族の仕事が、もしかしたら技術革新によっても、なくなってしまうのではないかというのでも、1.4 対 1.5 ぐらいで、ポピュリスト傾向のある人の方がそう答える傾向が多く、生活が便利になるみたいなポジティブな答えを出さなかったわけですね。で、情報漏洩や不正やセキュリティの被害が増える、嘘の情報が増えて騙されやすくなる、富む人と貧しい人の所得格差が拡大するとか、なんか左翼みたいなことをね言ってる人が割と多いんですよね。でもこれは別にその思想的にその反 AI だとかリベラルだっていうわけではなくて、基本的にポピュリストの人たちってネガティブなんですよね。ネガティブで未来に対する見解が暗く、また自分に対する評価が低く、政治的にね社会にコミットできるっていう意識も低いので、どうせ何やっても変わらないし、世の中は悪くなるばっかりだって、政治家はろくなことをしないみたいな意識が非常に強いんですね。はい。まあそういう人たちが誰を支持するかっていうと、やっぱりその派手なことを言うですね、素人っぽい人を支持してしまうというまあ全世界的なこれ傾向なんですけど、やっぱりそういう人たちがトランプを支持してるんじゃないかなと思われます。はい。パピネスさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。未だにその言説で決まりますよね。報道ですが、社会から見放された経済的弱さを打ち出している時があると。そうなんですよね。だからそういうわけじゃないんですよ。というか、自分の生活に対しての不満が大きいとか、実際に貧しいかどうかは関係なく、社会に対しての不満が大きいとか、その不安を覚えてる傾向が強いとか、ですね、将来の見通しが暗いとか、そういう政治家とかね、社会の人たちが信用できない、マスコミが信用できないみたいなことを思ってる人の方がポピュリズム傾向が高いんですよ。だからあくまで心理的認知の問題なので、社会不信ですよね。だから今のように社会不信になる、私もねいろいろ社会不信に陥っているところもありますけど、傾向がね強くなってくるとやっぱりポピュリズムが伸長するというところですね。はい。なのでですね、経済的格差などは実際にはあんまり強く影響しないそうです。で、こういうね、だから嘘でもいいから、少しでも明るいこと言ってほしいとか、嘘でもいいからね、少しでも自分たちに気持ちよくなるようなストーリーを言ってほしいっていうのは、中島みゆきさんっていう人がね、昔歌で歌ってるんですよ。永遠の嘘をついてくれっていう。ですね。これはラブソングなんですけれども、基本的には。君を永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種明かしをしないでくれ、永遠の嘘をついてくれ、一度は夢を見せてくれた君じゃないか。永遠の嘘をついてくれ、出会わなかった人などいないと笑ってくれと。ですね。やりきれない事実の代わりに、嘘をつけ、永遠のさよならの代わりに、たとえ繰り返しなぜと尋ねてを振り払い、風のように鮮やかに、人は皆望む答えだけを聞けるまで尋ね続けてしまうものだからと。これ非常に文学的で表現が素晴らしいなと思うんですけど、さすが中島みゆきさんですよね。もちろん中島さんはポピュリズム批判でこんなのを歌ったわけではないと思うんですが、要は人間の心の弱さっていうかですね、本当の現実を認めたくなくて、望む答えだけを、聞けるまでですね、ずっと同じことを言い続けてしまうっていうですね、自分たちがね、虐げられているのはですね、ディープステートのせいだとか、そういうことをねずっと思い続けてる人たちがたくさん世の中にいるっていうのが、今の現代社会の姿なんじゃないかなと思います。はい。原宿はバブルの頃まで、ガムの紙かすや吸い殻などの、ゴミのポイ捨てが多く、個人の善意に任せていて美化できないという前提で対策が取られた。そうなんですね。なるほど。ありがとうございます。そう。だからね、本当はね、社会不信の根源を批判しないと、やっぱりポピュリズム傾向の人たちが増えているので、社会不安そのものを解消しなきゃいけないんですよ。根本治療としてはね。だけど社会不安を煽るような人ばっかりが伸長してるから、それはね、ポピュリストだらけになるわなっていう話ですよね。そう、不満をポピュリストが掲げる短期的利益に引っ張られてしまうっていう話ですね。はい。中島みゆきのアルバム全部持ってます。素晴らしい。私の知人もトランプが日本人に大金を配るとか、アメリカ共和国を建国して全てが良くなるとか言っていました。個人的なことをどこまでも掘り下げると普遍的なものに行き当たるものですね。はい。
だからですね、まあだから中島さんは本当にね、人間のそういう弱さみたいなのを鋭く、ついて表現していると思うんですけれども、まあ結局だからマジョリティの心の弱さの問題なんですよね。はい。だからその自分たちが傷ついている原因が外国籍の人たちに違いないみたいなことを思っちゃうっていうのは、自分たちでその今の悪い状況を解決する方法が思い浮かばないし、心の中はすごいネガティブな考えで満たされてるわけですよ。どうせ何やっても無駄なんだとか、デモとかやったって無駄だみたいな気持ちに満たされてしまってるから、なんかね、パーッと明るいなんか笑顔の首相とかが現れて解決してくれるんじゃないかみたいなことに期待しちゃうんですよね。ではそういうやっぱり一発逆転思考でですね、政治が良くなることってまずありえないので、はい、諦めるべきだと思います。はい。自分で解決するしかないです。現実を見ましょう。はい。ということで、ポピュリズムと高市さんの話でした。はい。ということでですね。まあ、すいません。結構ね、難しい社会的な話になって、すいません。うんざりしてしまった方もいるかもしれないですし、私もうまく説明できた自信がないんですけど、最後はですね、まあ、デモの話とかしてパッと明るく締めたいと思ってますので、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。周りの人に高市政権は先税回帰したがってるという話を証拠とともに話しても嘘だと返されますねと。まあそこは何なんでしょうね。突飛もしもないと思われているのか、高市さんのね、そういう、まあ嘘っていうか、嘘って言っちゃったけど、ナラティブを信じちゃってるのか、どっちなんでしょうね。政府のイメージウォッシングにぴったりです。なんか傷つかないことがそうですね、強いことだとみなされることはね、おかしいですよね。鈍感であればいいという問題ではないので、みゆきの初期には外国人職業女性の差別問題に切り込んだと言われる作品は、そうなんだ、すごいな。すいません、私、中島さんに詳しくもないのに、こんな話をしてしまってね、ちょっとお恥ずかしいのですが、いや、この曲素晴らしいなと思いました。デマを信じ込まされたと何度も気づかれ続けているのに心改めないのが私には不思議です。いや、本当にね、なんで騙されちゃうのかな。まあ、やっぱり騙されたいんだと思うんですよね、でも。まあ、この歌詞のね、心理から言うと、要は、自分たちが失敗したとか、なんだろうね、本当の部分では、自分たちの生活が悪くなるとか、そういうね、暗い話を考えるともうすごく嫌になってしまう。まあ、ただでさえネガティブな人たちだから、認めたくないから、せめてなんか明るい材料はないかなと思って、そういうことを言う人たちに飛びついてしまうっていう心理なのかなと思いますね。でもそれは間違ってますよね。現実から逃避してるだけだから。はい。信じたくないと信じられないが合わさったような感情に思われます。なるほど。そうですね。その通りです。信じたくないがまず頭にあると思いますよ。はい。騙されたいとかね、信じたくないとか、こんな現実はないみたいな。でも、ホルムズ海峡が封鎖されてるのだって現実だし、ガザで虐殺が起きてるのだって現実ですよ。はい。それをまず認めてほしいなと私は思います。悲惨なことですけどね、それが事実ですけどね。はい。ということで、デモとプロテストの話を最後、ちょっとですね、皆さん気分が暗くなってきたと思うので、して終わりにしたいと思います。差別とやってくる
これもですね、清掃させない0529の、デモ、国会前に1万人集まった誠実の抗議デモの様子の一部なんですが、いや、このね、コール素晴らしいなと思いました。だから、私はね、普通に反戦とか、反高市のそのデモっていうことで、そういうメッセージがもちろん中心だったとは思うんですけど、差別を煽るなっていうようなことでストレートに言って、普通に受け入れられてるわけですよね。素晴らしいですよね。差別ってだから社会不安を煽る行為なんで、差別を煽れば煽るほど先ほどのようにですね、不安症に陥ってポピュリズムに走る人ってもちろん増えていくわけですよ。そういう意味でも極めて有害なので、ヘイトを煽ることはですね、絶対にやってはいけないことだと思います。はい、当たり前ですけどね。はい。ということでですね、ただこれがね非常に話題になっているので、これをぜひ見ておいていただきたいということで、ちょっと本田由紀先生の、東大の演説を、お流ししたいと思います。国家情報局とか国旗存在とか緊急事態条項とか、いずれもむき出しの弾圧や統制につながるものです。愚かな自分たちへの怒りを抑えつけるためだけの施策を自民党は進めようとしているのです。そもそも高市が首相になるずっと前から、この国はどんどん子供が減り、経済も科学技術もだだ下がり、そうした状況が長期的に続いてきました。人々の生活が苦しくなるばかりなのに是正をするどころか、生活保護は最高裁で違法判決が下るほどの不当な給付額の削減を行い、もっともっとと税や社会保障を増やして人々の間に分断や憎悪を煽ってきました。人口や労働力が減る日本を外から来て支えてくれる人たちにも、文字通り命を奪うような入管行政や経営ビザの要件を急激に上げるなど、虐待いじめとも言えるような対応をしています。こうした全てについて言いたいのは、一体お前たちは何がしたい？何もかもうまく回らない。国の成り立ちを根底から破壊するようなことばかりしているのが自民であり高市であり、そこにぶら下がる維新や参政党であり、今その中心にいるのが本当に高市早苗ということです。命も生活も尊厳も守れない、守ろうとしない。なんでそんな者たちをのさばらせておく必要があるのか。主権者たる私たちは言う権利があります。そこをどけと。あなたの人々に弊害をもたらすようなことをやり続けるお前たちにはそこにいる資格などない。ましてやその汚い手で憲法をいじることなど許さない。そこをどけと、私たちはあらん限りの大きな声でこれから言い続け、そして行動をとっていきます。皆さんぜひこの行動に参加してください。以上です。はい、いやー素晴らしいですね。ぜひとも全編見てない人は見てください。東京大学大学院教授の、本田由紀さんが、国会前デモでスピーチをされました。人々の生命、生活、尊厳を守るという原則を目指すどころか、それとは真逆のような振る舞いをし続けているのが自民党であり、その醜悪な部分を煮詰めたような首相が安倍晋三であり、現在の高市早苗ですと。だからですね、ような人たちには異性をする資格がないというところまで、踏み込んで断言されたわけですけれども、はい。全くその通りだと思います。だし、なんでやっぱりこういう演説がテレビで流れないのかという話ですよね。毎日やっぱりこれぐらいのことを言ってたらあっという間に政権が崩壊してたと思うし、やっぱり嘘を信じるのはやめてね、現実を見つめなきゃダメだっていうね、日本がどんどん悪くなっているのに、その解決をやっぱりまともにしようとしないで、嘘ばかりでごまかしているわけじゃないですか。だからそれがね、一番の問題だというところに思いが至らないと、ダメだと思うんですけど、はい。だから本田さんはですね、真正面からですね、しかも東大教授でありながら、ね、わざわざここに出てきて、こういうことを言われてるわけなんで、すごい方だなと思います。はい。いや、本当にね、いい声だし、毅然とされてますよね。いや、スピーチこんなに上手だとは思わなくて、なんかすごいびっくりしましたね。政治家の方かと思って。いや、どこで勉強されたんだろう。いや、ちょっと、私も頑張りたいと思います。はい。ですね。他にもですね、写真というかですね、動画はないですが、
高市首相が目指す改憲などに憂いを持つ人たちが国会前でデモを繰り広げ、11年前のシールズのね、盛り上がりにもちょっと似てるわけですけれども、あのようなね、クールな雰囲気もあるわけです。洗練された雰囲気のね、ああいう演出もあるわけですけど、このようなね、全日本食パン30枚切り推進委員会、国が悪の組織で辛いみたいなですね、ちょっと笑っちゃうようなですね、上りが、日本の韓国のですねこういうよくわからない謎の組織の旗みたいなのを、日本流にアレンジしたのがこの上りシリーズだと思われるわけですけど、いやいいですよね、本当にセンスが素晴らしいと思います。だからこういうのがね広まっていけばですねあんまり政治とかに興味なかった人とか過激なねデモは良くないみたいなことを思ってる人も少しずつですねこういう旗だったら別にいいかっていうことで来てくれる人もね増えるんじゃないかと思いますので、なかなか急激に人数は増えないと思うんですけど、地道にこういうことを続けていくっていうのがとっても大事だと思います。はい。ゆきさんゆうこさん、ここからです。冷静ですね。感情的ではない話し方でいいです。っていうことでですね。いや、本田先生、ほんとすごいですよね。演説力がないですね。いや、本当これ報道すべきですよ。全国で報道してほしいし、NHK はね、他の事件のことなんてどうでもいいから、これ全編流してほしいですね。はい。で、前の雑談配信の時に配信で見てました。本田さんの力強いスピーチ良かったです。いろんな人に見てほしいですね。ということで、ありがとうございます。そうでしたね。そう、あの時、そうで、生放送の後でね、私、自分で北海道の方のデモ行ってたから、見てなかったんですけど、その後で見ました。マスメディアや自民にとって都合の悪いことだとしても、毅然として真っ向から立ち向かえるのには敬意を表したいですね。はい。ただですね、そんな及び腰の、団体といえば NHK なのですが、さすがにね NHK ひどすぎだろっていうことで朝日新聞が NHK に取材するというちょっと前代未聞の事態が起きています。いや朝日新聞なかなかやるなって思うんですけど、いやなかなかやるなっていうか朝日も大抵保守的なんですけど、デモの放送差し替えは何だったのか NHK 会長伝聞情報にはコメントできませんみたいなことでですね、NHK の中の人から悲鳴が上がったのではないかって思うんですけど、NHK がですね4月8日夜に憲法改正や戦争に反対する国会前デモの放送を放送してくれようとしたんですよ。現場の人たちはなんとかこれは放送しようよって思って放送しようとしたんですけど、直前で打ち切られたんですよね。で、いやこれさすがに変だよねって、あれ報道するんじゃなかったのみたいなですね、番組予定自体が差し替えられたのでちょっと話題になってたんですけど、朝日新聞の人がですねわざわざですね会長とですね専務理事に突っ込みに行ってくれたそうです。5月20日の定例会見で井上会長と原、専務理事にですねこの事件のことを、突っ込んだところ、井上会長はなんか有料記事の部分なんで、ちょっと一部読みますけど、ニュースの判断とか放送の判断というのは放送局の最も重要な大事なところでして、そういったことについてこんな話が言いたい、こんなことを聞いてる、そういうってことですね、そういうこと自体は事実かどうかも我々は確認できませんし、一つ一つ答えることもできません。うだらかだらうだらかだらみたいなことを延々と朝日新聞のインタビューの中で言ってるんですけど、そもそも NHK の会長であるにもかかわらず、自分たちがやったことが事実かどうか確認できないことみたいなことを言ったらしいんですよ。いやダメじゃないのもうこの組織っていう。いや多分ね NHK にもわざわざ取材に来て、だからデモのね放送をぜひともしたいですって言ってくれたスタッフの人たちがいたみたいなんですよ。だから多分腐敗してるのは上層部だけだと思うんですけど、腐りきってますね。はいもうやっぱりこの人たちを入れ替えないと多分 NHK は変われないと思うし、それはね先ほど言ったようなですね大本営発表みたいなことをですねやってしまうだろうというね、ナフサ輸入量減少も209倍みたいな、こういうのがね上層部の指示だろうか現場の人たちが一生懸命忖度して考えてるのか知りませんけれども、まともな放送局にはもうなれないんじゃないかなという気がします。ドラマとかはね相変わらず素晴らしいので、そこは続けてほしいと思いますけどね。はい。OBSNS さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。残念な NHK の話をしてきました。NHK は怒りの解約をしました。忖度報道ばかりだから契約しても強い。素晴らしいですね。それは伝わってると思いますよ。あの日最後に行われた頃で高市に対する許されない中傷の声がマイクに入ってたのが非常に残念でした。そうなんですか？それはちょっと残念だな。
高市さんに対してはね、ああいう人だから、ね、強い言葉で言いたくなる気持ちは非常にわかるんですけど、やっぱりね、女性だし、そのルックスとかね、そういったことをね、中傷するのはね、絶対ダメだと思うので、それは絶対にダメだと思います。はい。ね。209倍だから、ナミさんこうからして209倍だからなんだってんだ、総量の話しろやって。いや、本当なんですよね。NHK が報じることじゃないですよね。NHK はサグラダ・ファミリアのメインタワー完成の中継をやると言っていますが、でも中継してください。はい。まあだからですね、こういう放送制度の改革とかもそうだと思うんですけど、制度改革に失敗した国は今後かなりの確率で権威主義化するか戦場不安に向かうと思うんですよ。ただね、候補者を守らなきゃいけないし、選挙管理を守らなきゃいけない、司法を守る、報道を守る、政治資金を透明化する、SNS の扇動に対抗する、生活不安を減らし、差別扇動をやめさせる、政治的に割に合わなくすると。まあ民主主義を諦めない、そういうことじゃないかと思います。で、諦めたら権威主義側はほとんどコストになしで勝てると思うんで、本当にね、中国とかロシアに対抗する気がある人たちには言いたいですけど、日本がやるべきことは民主主義を守ることだけですよ。はい、それに尽きると思います。高市個人へのそうですね、憎悪に絡め取られてはいけないですね。国会前にサグラダ・ファミリア立てるぞ。デモの広がりとともに批判の攻撃の違い、暴力は絶対に行わないといった知識を広めることも大切になってきましたね。そうですね。まあね、それこそ右翼の連中がね、暴力を扇動するっていうことも大規模になってくればね、起こり得る話だと思うので、本当気をつけた方がいいと思います。まあ、辺野古でサグラダ・ファミリアやってますけれども。虹色に輝くカラスはさ、見てるだけで元気なので、6月に対して定期的に色彩豊かになってほしい。ありがとうございます。はい。ちょっとですね、これからレインボープライドの話しますけど、そして政治への無関心の代償とは最悪の輩に支配されることであるプラトン。民主共和国において主権者の沈黙と投票の放棄は国民を欺き私利私欲のために権力を乱用し、私と家族の人生を破壊する者たちに機会を与えることになります。敬愛なる国民の皆様、投票に積極的に参加して、この国の主は国民であるという事実を、権力はどこに向かうべきかを、主権者の意思がどこにあるかを明確に示してください。国民が託した権力を直ちに国民の意思に従い、国民のためだけに使用する忠実で有能な人々を見つけ、彼らにチャンスを与えてください。この言葉が不快な政治家や政治集団がいれば、彼らはまさに主権者が投票を通じて克服すべき古い既得権益者なのですと。はい、ということで、なんか韓国の偉い政治家の方が言ってますけど、なんだろうね、このさ、これだってリーダーの本人のメッセージなんですよ。いやー、高市さんもこれぐらい言ってくれるんだったらさすがに支持しちゃうかもしれないんですけれども、まあ絶対にありえないと思いますね。はい。韓国をバカにしてる人たちは反省してください。海よりも深く。はい。SNS は特にやらずニュースは基本テレビでしか見ないという知人は、高市さんは最初の頃は明るくてイメージがとても良くてなんかやってくれそうという印象だったらしい。でも最近はちょっとおかしい気がすると言っていて、でもテレビニュースを見てる範囲だと具体的な問題点がよくわからないと言っていました。ちなみにと聞いてみたら、憲法改正論争は知ってたけど中身の詳細は知らず、文春報道もよく知らなかった。多分テレビのニュースだけで情報を得てる人たちはこんな温度感なんだろうと思った。戦争がしたいわけでも憲法改正に賛成なわけでもないけど、本当にわからない、知らない、伝わってないだけなんだと。自分の生活に精一杯の中でどれだけの人が政治を疑い、積極的に調べる深く余裕がない、あるのかっていう話で、知らないのは罪かもしれないのけど知らせないのはそれ以上に罪なので、特に NHK は真面目に自分たちが罪を犯しているということを自覚していただきたいですと。はい、ということでですね、だからまあ政治リーダーがね直接こういうメッセージを言ってくれるならまあマスコミいらずかもしれないですけれども、日本はそうではないわけで、だから政治的なねこういう強いメッセージは NHK とかね新聞とかが報じてくんなきゃ伝わんないんですよ。伝わんないんだから伝えてください。お願いします。はい。ということですね。公安はデモ隊に混じって暴力扇動しますからね。はい。本当メディアの罪でかいですよね。そう、諦めたら向こうの思うつぼなのでね、やっぱり何としてでも抵抗していく必要はあると思います。
まあ、抵抗ついでにちょっと紹介するんですけど、ですね、まあ、北海道の、まあ、自慢じゃないんだけど、まあ、テレビ局はそれなりに頑張ってくれてます。差別的と抗議相次ぐ地下歩のアイヌ民族のパネル展を受け、札幌市が専門部会戦時ということで、まあ、札幌市にはね、大概ひどいんですが、ようやくね、テレビが何回も報じたので動きました。札幌の地下歩航空間でアイヌ民族に対する差別的なパネル展というのを日本保守党という連中がやったんですけれども、批判の声が上がったことを受け、市は公共施設の利用に関する専門部会の設置を決めました。札幌市アイヌ施策推進委員会は5月26日に公共施設の、使用基準などを検討する専門部会の設置を、新たに決めましたということで、差別禁止する、まあ、方向でいくと思います。まあ、少なくともこういったね、公共施設での、差別行為というのはですね、札幌市として禁ずるという方向にですね、今動いてくれてるみたいなんで、まあですね、私も、ですね、ただの一市民でしかないけど、言い続けたいとは思います。ちなみに、ヤジっぽいというですね、映画でも有名な、山崎裕二さんが監督した、ですね、差別に抗うのは誰か、先住民族アイヌとマジョリティ。まあ、これ流しませんが、春根むりさんなども出演しておりますので、ぜひとも見てください。ギャラクシー賞を受賞しました。おめでとうございます。はい。ということですね。まあ、東方自慢の HBC さんなんですけど、もちろんね、まあ、北海道放送にもいろんな問題あるし、すべてがいいとは言いませんが、まあですね、地元にこういうテレビ局があるのは頼もしいなと思います。はい。ですね、やっぱりね、ただ個人だとやっぱり限界があるんですよね。やっぱりこうやってテレビ局さんとかが取り上げてくれると全然話が変わるので、はい。やっぱりね、市長も見るわけですからね。積極的に調べてもうっかり陰謀論に染まっちゃう可能性があるからね。まあそうですね、SNS で調べてね、勉強しようというのはちょっとやめた方がいいと思いますけどね。まあ海外ニュースをまず見るべきだと思います。アイヌ差別しかできないのかと思ったら意外にやばい党だ。先住民族の抑圧を否定するなど言語道断というですね。保守党はね、なんかずる賢いんですよね。だからこういうのもね、自分たちはアイヌ民族の歴史に興味あるだけですみたいな体裁で、勉強会をしてるんですみたいな体裁でですね、やったんですけれども、しかも3回ぐらいやったんですよ。でも3回目やってずっと私たち抗議してるんですけど、全然 C 動いてくんなくて、まあ、ダメだなこれっていう風に言ってたんですが、まあマスコミの人たちが結構しつこく報道してくれたんで、まあ結果的にはですね、動いてくれたということになりますが、まあ一番偉いのはですね、まあ当事者の皆さんもそうですし、活動家の皆さんのね、活躍があってのことだと思います。はい。そうですね、10人ぐらいいればね、結構こういうのって話が動くのでね、はい。ということでですね、アイヌ差別にも今後もですね、批判していきたいと思います。はい、ですね、そして、皆さんお待たせしましたが、ちょっとプライドの話をしたいと思いますので、ちょっと動画流します。
はい。これはですね、オスロプライドの、2025年の秀逸なクリップということで、トリトルさんという社会活動家の方が紹介してくださってます。失礼。僕がいつも身につけているプライドグッズは自分のためだけではなく、たまたまその場に居合わせたり通りすがりで目にした当事者に安心と連帯を示すためのものです。僕たちはいつでもありのままで美しいのですということでですね、ようやくプライド月間が始まったんですけど、日本はなかなかこういう状況にはなっていないんですが、普段からプログレスフラッグと NBI クラックの P バッジをバックにつけてます。素晴らしい。ありがとうございます。ブルーリボンバッジより、そりゃそうだ。ですね、そう、LGBTQ の人たちが、普通の日常を送っているという映像なわけですね。でですね、ちょっとですね、いろいろ驚いたのがあるので、トランスジェンダープライド、パキスタンということでですね、なんとこれパキスタンプライドの様子だそうです。トランスジェンダープライド、特にトランスの人たちのですね、プライド、パレードの様子ということで、6月1日の、プライド月間に投稿されてます。それに被せて投稿されているのが、トランスジェンダー&ヒジュラプライド、バングラデシュということでですね、バングラデシュというですね、バングラデシュプライドとパキスタンプライドが連携して掲示されているわけですね。はい。で、トルコでですね、こちらトルコですね、こちらの、この王女たちのプライド月間もありがとうということでですね、レインボープライドの様子だと思われます。当然ですが、エルドアン政権は LGBTQ 活動家の人たちを弾圧しているんですけれども、その中でもですね、レインボープライドは毎年、続けられているそうです。はい。家族から逃げ出して以来4回目のプライド月間を迎えるなんて本当に非現実的です。レズビアンだからといって名誉殺人をしようとしたのだから、私はガールフレンドと幸せな生活を送っていることにとても幸運だというふうに感じていますということで、ですね、この人イラクの方みたいなんですけれども、イラクからですね、ちょっと実家から逃げ出してきて、今では幸せになっているということなんですが、海外でもですね、徐々にではありますが、こういう状況の人たちはですね、着実に増えているのではないかというですね、本当に珍しくというか、あんまりこういう希望的な状況をですね、最近見ていなかったので、ちょっと心現れるようなポストがいろいろありました。で、こちらですね、このプライド月間に関して私たちは平等、尊敬、包摂の価値に対するコミットメントを再確認します。私たちは LGBTQ+ コミュニティの回復力と貢献を称え、彼らの需要と誇りを持って生きる自由を求める継続的な戦いに対し連帯を表明しますと。いうことなんですけれども、このコングレスっていうのが、どこの、人たちかというとインドですね。はい。インドの野党国民会議、かつてガンジーやチャンドラボースも在籍していた党がプライドマンスを祝い LGBTQ+ コミュニティに連帯を表明するツイートを投稿。インドは今モディンっていうねおっさんのせいで極右政権なんですけど、インドでは同性婚の議論が進んでおり、実現は時間の問題と言われています。そうなれば同性婚をできる世界の人口が、インドの人たちがねみんなできるようになるっていうことで一気に増えるということになります。おお、そうなのかっていうですね。いやそうなんだってって日本はってちょっとびっくりしたんですけれども、インドがねそんなねモディ政権の抑圧はいろいろひどいということを聞いていたので、野党国民会議がこんな感じだと知らなかったですし、ちょっとびっくりしたんですけれども、いやーちょっとこれは日本も早く同性婚しないとダメでしょどうなってんですかこの国は。はいですね。日本プライドフラッグなさすぎますよね。ですね。普通の日常っていうのはごめんなさいね。パピネスさんね、意味はごめんなさい。分かってます。迫害されたり差別されたりしていないっていうことですよね。ですね。パキスタンといえばトランス女性が主人公の一人として登場するパキスタン映画ジョイランドをよろしくお願いします。めちゃくちゃ素晴らしいと。映画紹介ありがとうございます。もちろんですね、パキスタンとかそのバングラデシュの人々が完全に当局の抑圧から自由かというと全くそんなことないと思います。トルコと同じですよね。弾圧されてるけど頑張ってるんですよ。はい。素晴らしいことだと思います。トルコ版コタツネコがいたら、いや絶対エルドアンの部下やってるでしょあれはどうでもええわいうことでですね、いや私もね普通に読んじゃったので、気にしないでください。弾圧社会ジャパン徐々に前進しているということでですね、はい、なのでですね、日本もこうなればですね、やっぱり6月中にですね同性婚の実現があるはずだと期待したいんですけど、
なんか LGBTQ プラスだろう、基本計画を初策定するそうです。2023年施行の性的少数者への理解を示す LGBT 理解増進法に基づき政府がまとめた基本計画原案の内容が1日判明し、学校や地域といった様々な場所での普及啓発が望ましいとしてリーフレットや研修動画を作成し自治体に提供するとした。やらないよりいいと思うけど、これはアリバイ作りではないでしょうか。3年間かけてこれかと。3年間放置してたんで、プライドマンスに何かやってる感を出さないとそろそろやばいという、高市政権の思考が透けて見えます。理解じゃなくて同性婚をやりなさい。そして法的な性別移行の準備、整備、差別に対する罰則の算定セットをやってくださいという。はい。その通りだと思います。やれよ。やれよ。早く。何をやっているんですかね、我が国は。なんか情けなくなりますよね。なんかだからマジョリティ側の人間としては、すごく素晴らしいなっていう風な気持ちになるんですけど、なんかただエンパワーメントされるというよりかは、なんか我が国がクソすぎるので、我が国のマジョリティがクソなのでいけないんですけど、なんでこういう状況になっているんだろう。なぜ我々は高市政権なんだろうという気持ちになってしまいますね。はい。ということですね。そうですよ。同性婚を導入すればいいんですよ。後から確実に理解がついてくるから。はい。大企業も LGBTQ+ がいる前提のね、会社作りを始めてるのにね、なんて言うんでしょうね。やっぱりほんと政治だけが遅れてるんですよね。はい。いや、アリバイでしかないですね、これは。いつもの理念法だけでやった感だけ出すっていうね、それヘイトスピーチ解消法とあんま変わらないんですよね、手口が。同性婚によって家庭家族の崇拝化を少しでもやめさせられればいいよ。というか、家父長制を解体すべきですよね。はい。なのでですね、本当は日本に必要なのは、当然同性婚の実現もそうですが、国家から独立して必要とされる人権救済機関の設置が、まず近に必要だと思います。これ詳しくはですね、SDGs アクションさんが書いてくれているので読んでください。世界120カ国で設置されている政府から独立して人権侵害からの救済を行う人権機関、アイヌの人たちとかもね、これがなかったんで、杉田水脈の攻撃とかから身を守れなくて困ったわけですよ。海外では人権に関する広報啓発や人権教育、政府、国会の勧告も行うが、日本にはない。はい。1993年から国連にもから求められてますが、日本の国連大使はシャラップとか言ってね、国連の要求を突っぱねているのでありません。OECD で未設置なのは、イスラエル、イタリア、日本、アメリカ。イスラエル、イタリア、日本、アメリカです。はい。私これ調べてびっくりしたんですけどね。イスラエル、イタリア、日本、アメリカかってわかりやすすぎだろ全部極右政権。はい。非常にわかりやすいですね。はい。やっぱりね、こういう国なんだろうなと思います。だから、日本がここから一抜けするには、国内人権機関を作るしかありません。はい。イスラエルの同類っていう風に言われたくないんだったら、もう、手段は一つなので、今すぐ作れって思いますね。はい。ということでですね、枢軸国家。わかりやすすぎだろっていうね。これ調べたときちょっとね、笑っちゃいけないんだけど、ちょっと笑っちゃいましたね。わかりやすすぎでしょっていう。これ不当な差別はあってはならない。そうですね。理解増進法はそう、不当な差別はあってはならないとか、わけのわからないことが国民民主党のせいで追記されました。はい。あれだけ指摘されてたのに直しませんでした。マジョリティに安心も追記されています。はい。維新も書きました。ですね。イスラエル同性婚認めてないくせによくピンクウォッシュできますよね。ほんと不定やつらですよね。本当に。ひでえなと思いますけど、日本も人のこと言えないっていうことですね。資本主義と日本の帝国主義精神が悪魔合体した結果、マジョリティ男性、仕事に全力を注がざるを得ない。そうですね。その話ね、先日ちょっとしたんです。先日ちょっと個人的に友達としたんですけど、私みたいなね、いわゆるシスヘテの男性って、あんまりだから、LGBTQ+ の人たちが、体験してるやっぱり抑圧をね、自分で抑圧を感じるっていうことは、それはね、ない
っていう、だから特権的な地位があるわけだからないとは思うんですけど、そもそもね、その会社に自分を縛られてて、例えば子供育児とかね、私子供はいないですけど、子供を育てられないとかっていうのも、ジェンダー的抑圧の一種ではあるよなという話をちょっとしました。はい。国民民主党維新のせいです。結婚の特権制の解体をしなきゃいけないですね。はい。そもそもね、なんかね、女性だけが育児するみたいなのがありえないですからね。はい。ということでですね。はい。なので、ちょっとずらっと言ってきたんですけれども、最後にですね、ちょっと詩を読んで終わりに今日はしたいと思います。政治的でない詩を書くためには、鳥の声を聞かなければならない。そして鳥の声を聞くためには、戦闘機が静まり返っていなければならない。マルアン・クマールは1979年生まれのパレスチナ人の自然である。平和を諦めない。ということで、はい。なんですね。だからですね、何が政治的で何が政治的でないかとか、よく言われますけれども、政治のことを忘れてね、やっぱり人々が幸せになったりするためには、人々のまず声を聞かなきゃいけないんですよ。鳥の声を聞かなければいけないんですよ。でも鳥の声を聞くためには戦闘機が静まり返ってなきゃいけないんですよ。だからいきなりなんかね、国家情報局だなんだ、軍事だ軍閣だみたいなこと言われてたらね、やっぱりいや、同性婚どころではないみたいな話にもされちゃいかねないわけで、でもそれではいけないですよね。全てを同時に進めなければいけないですし、鳥の声を聞かなければいけませんので、はい、なんとかしてですね、戦争に反対していきたいと思います。はい。ということでですね、本日の配信は以上となります。お付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっとね、今日すいません、話がちょっとまとまってなかったというか、あまりにもですね、高市政権が多岐にわたっていろいろなことをしているので、全てを詰め込むのにですね、なんとか3時間ぐらいで収まったけど、精一杯だったのですが、いかがでしたでしょうか。ですね、最近チャンネル登録してくれた方もいると思うんですけど、よかったらですね、チャンネル登録、高評価、引き続きよろしくぜひお願いいたします。日本男性の世界国主義的精神を解体すると家父長制度儒教に行き着くでしょうというですね。そうですね。そこはなんか本当東アジアの問題を抱えてる気がしますよね。はい。でもそれを乗り越えていかなきゃいけないなと思います。田畑さんお疲れ様です。リスナーの皆様温かく迎えてくださりありがとうございますということで、いやとんでもないです。リアタイしてくださってありがとうございます。嬉しいです。今後もですね、よかったら遊びに来てください。火曜日、金曜日はですね、9時ぐらいから配信してます。よく私が遅刻するので9時から10時ぐらいって大体覚えていただければ間違いないと思うので、よかったら気軽に来てください。G7 で性的マイノリティの人権保護で世界的にリードすると言ったのだから、ちゃんと政府はそれを守ってください。いや本当にそうだよね。岸田の時言ってましたからね。もう口だけにも程があるでしょっていう、話なのでですね。だから高市さんはなんか世界に酒起こるとかなんとか言いたいんだったら、同性婚を今すぐ実現すればいいんですよ。絶対褒めてもらえるよ。アメリカにもトランプは嫌がるかもしれないけど。はい。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、次回の配信なんですけど、6月5日にですね、またフリートークしたいなと思ってます。なんかね、本当なんか語ることがありすぎて、ちょっとね、舌が追いついてない感じもあるんですけれども、ゆるゆるとですね、無理しすぎずに、話していきたいなと思っております。あと、6月6日はですね、また、コズミックホイールシスターフットというゲームの続き、いよいよ、最終局面なので、よかったら、そちらの方もアーカイブとチェックしてみてください。はい、ということでですね。はい、皆様、配信見ていただきまして、本日もありがとうございました。ということでお疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。